チャンネル高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうも聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは。カラスマ100です。本日はですね、グルーミングってなんだ VTuber コラボ雑談ということで、ちょっと以前ですねゲームの実況配信をさせていただいたんですけど、その内容を受けて性犯罪の一種であるグルーミングの周知啓発が必要と考えまして、ちょっとグルーミング被害者であるですね音花風花さんが、自らの体験を語るという、配信を、させていただくことになりました。性犯罪にまつわるお話をしますので、フラッシュバックと視聴にはくれぐれもご注意くださいということで、風花さん今日もよろしくお願いします。はい、戦争反対、差別反対、独裁反対な、とりあえず人権侵害を全部やめろが合言葉の魔法少女音花風花でございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。いつも通りなんですけど、そういうヘイトスピーチとかですね、性犯罪とかに関わる内容であることや、私も配信中ですね、緊張や集中で笑ってしまうことはあるんですけど、深刻な話題を軽く集まったり嘲笑する意図はございませんので、よろしくお願いします。あと、チャットやコメントでの書き込みは自由で構いませんが、差別や中傷はおやめください。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、ということでですね、生姜さん、ペタさん、もちもちさん、つばきさん、きやみふさん、伊沢さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい絶賛のコメントが並んでますね。風花さんに対して。生姜さん気づいてくださって嬉しいです。そうです。胸のところバイセクシャルのプライドフラッグをイメージしたところにラブ&ピースって書いてます。
まあご本人にふさわしいですね。はい、ご衣装で、はい、素晴らしいと思います。あと某暴虐政党からオレンジ色を取り戻すという気持ちでオレンジ色にしましたが、ね、はい立ち位置の影上見えないので、後で全体お写真撮ってからブルースカイにでも投げようかなと思いますので、ご興味ある方はぜひチェックお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そうですね、華やかで素晴らしいと思います。ありがとうございます。そうなんですよ。割とグラデーションの数だけそれこそ昨日ね、性自認の話でいろいろね、勉強をみんなでこう議論をね深めましたが、そういうふうに性自認っていうか、その自分が何者であるかっていうものもグラデーションでたくさんあるので、本当にたくさんのフラッグがあるんですよね。プライドフラッグ、プログレスの、レインボーの、スタンダードな虹色のそのフラッグとかもありますが、いろいろあります。そうですね、英作英ロマのあります。はい。で、私の頭の上にあるのはプログレスプライドフラッグというやつで、まあですね、インターセックスの方とか、そのですね、黒人とか有色人種の方との連帯っていうのも取り入れた、感じのフラッグになっております。まあセクシャルとかの方ももちろん当然入っているので、最も包括的なフラッグの一つって言われてるやつですね。はい。そうなんですよね。トランスジェンダーのフラッグも入ってるので、ピンクと、パウダーピンクとパウダーブルーはそのトランスジェンダーの方のプライドフラッグなので、それも入ってますし、で、その黒とブラウンのその矢印の部分でそういう有色人種の方を示したりとかねしてるっていうとこでしたっけ？そうじゃないですか？そうです。はい。ですよね。アセクシャルアロマンティックの専用フラッグもあるので、よかったら検索してみてください。検索してみてください。大体多分プライドフラッグで検索するといろいろ多分種類が出てくるんじゃないかなと思います。ね、パソコンとかね、スマホの絵文字にもね、もっとフラッグ増えたらいいなっていうふうに思ってます。そうですね。今少ないですからね。はい。そうなんですよね。一応ディスアビリティ、障害者の方のプライドフラッグとかもあるので、そういうのこそ必要なんじゃないかなって思うんですけどね。そうですね。ということでですね、まあそうですね、色に持つイメージっていろいろ違うとは思うんですけど、まあそういうね、オレンジにしろですね、ポジティブな意味でですね、今すごいネガティブな意味で使われていますけれども、そうですよ。できるだけポジティブな、まあちょっと解釈で、用いたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そうですよ。今はね、だってオレンジちょうど冬なのでね、ビタミン補給にね、おみかんね、みんな美味しい季節になりましたし、やっぱオレンジが与える影響ってやっぱ黄色とオレンジってそのエネルギッシュで輝いていて元気でこうみんなを明るくしてくれるっていうそのとても明るい色なので、ああいう差別性とか輝いていい色なんてないんですよ。はい、その通りです。オレンジのみならずね。はい。最近ちょっと前に逮捕されて話題になった方もね、なんでしょう、水色のジャケットに黄色のネクタイしてて、そう、ウクライナの国旗カラーだから、こいつマジふざけんなよと思いながら見てて。ウクライナカラー使うんじゃないよっていう感じなんですよね。お前が着るなって思ったので。ツッキーさんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、ちょっと音声とかね、もしすいません、私の方でもしかしたら調整間違ってるかもしれないので、音量大きいとか小さいとかありましたらぜひ言ってください。お願いします。はい、ですね、またですね、再び音花風花音声トラブルの呪いが起こりましてまた音声がプツプツ途切れるという呪いが発生しましたので、ちょっと今大丈夫だと思うんですけど、とりあえず、ね、そうなんですよ、はい、ちょっと接続方法というか音声を送る方法を変えたので多少はマシになってるかと思うんですが、はいね、どうしてっていうところでね。しいたけさん、コンカラスです。音声快適ですということでありがとうございます。ありがとうございます。レスポンス助かります。ありがとうございます。ということでですね、ちょっと本題にただ入る前に、ちょっとまだ来れない人とかもいると思うので、ちょっとですね、
とだけ雑談したいんですけどはい、ということでですね、はい、ちょっとAI にAI に魂を売った我々がですね、ちょっといろいろですね、コンビ名をちょっと考えようかなということで、いろいろ今考えておりまして、はい。結論的に言うとスカーレッタ・クローワルツがまあ最高であろうという話になったんですが、はい。カラスマさんのクロウとオットハンのフェーカーのアストライアワルツと名乗らせていただいておりますので、その W でつながるからクローワルツいいよねっていう話というか、AI 君がジェミニ君が出してくださったんですけれど、はい、はいっていうところですかね。はい、なんでわざわざコミ名考えてるかっていうと、やっぱちょっと連帯してますっていうところをやっぱ大きい声で言いたくなったというか、やっぱなんか変なやつらばっかり連帯してるじゃないですか。はい、まあそうですね。それこそまあ昨日扱われてたその企業勢の VTuber さんは、ね、レインボーのプライドフラッグの色をね掲げたね、なんでしょう、所属名というかあれなのにそういうことしてるので、やっぱ悔しいなっていうか、やっぱちょっとそういうね、だからこうやっぱ個人勢ですけれど、手を取り合って頑張っていってますっていうところがどうしてもなんでしょうね、伝えられたらなっていうのと、あと単純になんでしょうね感想とかつぶやきやすいかなっていう話でちょっと考えてたんですけれど、はい、そうでございます。なるほど。立花の青と黄色はそうですね、まあウクライナとは関係ないですよね。まあ関係あったら困るんですけどね。あとそうですね、立花さんが逆にそれ考えてたらびっくりするんですよ。考えて身につけてたのほえーってなるじゃないですか。はい、だからでもネガティブキャンペーンにしかならないんですけどね、あの人が身につけても。アストライアか天秤ってスカーレッタか、ライブラっていう言い方もあるのか。でもライブラ候補に出てこなかったですよね。出てこなかったですね。リーブラは天秤座を指す言葉なので。あ、そっか、天秤そのものじゃないんですね。なるほど。確か。っていうことは、まあなんかね、問答無用でスカーレッタ・クローワルツになっているんですけれども、皆さんなんかそれだけはやめとけとかそういうご意見があればはい。はい、皆様に使っていただいて、こういう反差別 VTuber が頑張っているらしいぞっていう得意にね使っていただければなって思っているので、そうでもそうですね、スカーレットがその赤色だから、まあ赤はコミュニズム、黒はアナキズムの色ということでちょうどいいのかなというスカーレットクローだ確かに。そっかそっか。そうですね。呼びやすい略称とかあると嬉しいかもです。なるほど。略称なんかあるかな皆様からのアイデアを募集しております。我々思いつかなさすぎて最終的にちょっとジェミニ君助けてって言ってるところなのでAI によりによって魂売るという、ポークさんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうで、なんでその天秤をめちゃめちゃ使ってるかっていうと、カラスマさんのバッジについてるのが天秤なのと、そうで私その乙女座と天秤座がモチーフなので、そうです、なので天秤っていう共通点と、その天秤は正義の天秤だよねっていうところから出してるものになります。はい。元からスカクロカレクロ音からどっかで見た気がするんですけどなんかのあれでなかったですっけ。でも音からだとちょっとそれこそ絵にからを連想させるからちょっと微妙だなといういやまあ乗っ取るつもりで頑張っても全然いいんですけどそうですね。でもそうですね、アナルコサンディカリズムだと、まあ私アナルコサンディカリストというわけではないんですけど、赤色と黒になりますね。はい。まあ、労働組合を原動力とする、政治運動ですね。これかな。これですね。だからまあ、スカーレット・クローだと確かにこの、イメージに近いのかもしれないですね。
あ、なるほどなるほど。うん。スカーレットはローマ教皇の枢機卿の色でもあり。あ、そうなんですね。そうですね。確かつけてるあれの色が多分地位で違うんですよ。紫とか黄色とか赤とか白とか黒とか確かあるんですけど、そのはい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 。地位っていうか肩書きによってあれの色変わるんですよね。ストラだっけ。うんうん。うんでうそうだから割と色調べてると、そのやっぱこうフランスとかイタリアとかのギリシャとかの美しい教会のステンドグラスから取られた色とかが大体多いですね。割と宗教的な背景が色にもあったりするんですけど。ああ、そうです。うん教皇選挙っていう映画があったんですけど、それがね、こういうイメージの、そうですよね、使ってましたよね。はい。なるほど、なるほど。そうなんか評判自体はいいですよね。そういえば教そうですね、皇選挙。とても、はい、評判いい映画です。ゆずさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。めっちゃ怒ってる猫の旗のやつ。めっちゃ怒ってる猫の旗なんてあったっけありがとうございます。教皇選挙は評判良かったですね。はい。まあ、クイア要素もある映画だからということで、まあ、我々でスカーレッタ・クローアルツで収まったということなのか。収まりましたね。なんか、意外とやっぱり収まりいいんですね。やっぱ面白いなと思って。だからやっぱこういう集合知的な感じでアイデアをもらうっていう点では使えるなって思うんですけれど、やっぱ依存しすぎると、思考が奪われるというか、自分で思考しなくなるので、そこはやっぱり距離感考えたりで、実際やっぱ AI なので、その誰の人権を吸い取って踏みにじってるかわかんねえので、まあだから画像とか動画とかはもう論外ですけど、まあ、文体もね、おそらく多分文豪のとか食ってるからなとは思わんでもないし、やっぱネットに多分ピクシブとかに小説載せてる方のとかも多分クローラーで全部食われてるとは思うので、そうですね。ってところですけどね。なるほど。すごい。いいですね。引っかきましょうね。神谷とかいうオレンジ色の乱用してるやつをね、それで引っかきましょうかね。そうですね。まあ、ということで、はい、我々これからスカーレッタ・クローワルツと名乗らせていただこうと思います。はい。でもスカクロにすると私要素がなくなるので、略称はなんかいい感じに考えていただけると助かります。あ、確かにそうだ。スカーレットは一応でもそうか、そうですね、天秤だから全部私になっちゃうのか。このマークいいですね。そうですね。AI はやっぱ環境問題が大きいですよね。電気をちょっと大量に消費してしまいますので、まあちょっと今回ね、すいません、テキストで遊んじゃいましたけど、特に動画生成とかはね、AI の問題が凝縮されているので、私は反対ですね。はい、基本。そこは本当に気をつけないとなと思います。例えばだから喋れない方とかのために AI で音声を生成して合成して発生するとか、義足に AI がついていて、坂道とかでもこけたり転倒の恐れがないようにサポートするみたいな、そういうやっぱポジティブな使い方をする AI は必要だと思うんですよね。逆にそれはやっぱ生まれてくるべき技術であったと思うんですけど、やっぱ動画生成とか画像生成は生まれてくるべきでないと思うので、結局最近の地震でもですね、 AI によるフェイクの動画とか画像とかが出回ってたりしてたわけで、それをね真に受けてしまった、メディアもあったりとかっていうとこだったので、でも本当にやっぱ区別つかないなって思いますもんね。やっぱだからその点はしっかり自覚というか、啓発も兼ねて一回触ってみとこうかなと思ったら、やっぱりちょっとポンポンこう会話してくれる、こちらが言ったことを一回反芻してから、もっとこうしたらいいと思いますよみたいな感じのこう提案をしてくるので、やっぱちょっと
人間と会話している感覚にこう錯覚してしまったりとかもあるし、やっぱ距離感間違いやすいので、やっぱ孤独を持っている方とかがやっぱりこう AI とかと話してしまってっていうね、悲しい事件がたくさん世界で何件かあるんでしょ。1件だけじゃないんですよね、確か。まあそうですね。AI の強さ確か何件かあったみたいな感じだったと思うので、だからそうですね、昔から恩恵を受けてはいるんですけど、ちょっとそれが今ね過剰になってきていると思いますので、やっぱりそこに批判的な視点を持たないといけないかなと思いますね。水星のガルガンティア紹介ありがとうございます。そうですね、本当にだからこう昔は難しい人っていうか、その専門的な人しか触れなかったから、専門家にモラルが求められていたっていうところだと思うんですけど、やっぱり民間に降りてくるとこういうことが起こるっていう。本当はね、私は性善説の世界で生きていたいので、人間が悪いことする前提で話をするのはすごく苦痛なんですけれど、でもやっぱりそうやってね、デマのために動画を作っちゃう、結局それによって得られるものって、まあなんでしょうね、悪名が無名に勝ると同じ感じなので、おそらく100% 悪意でやってるっていうよりか、何かしら支援が必要な方が構ってもらいたいとか、耳目を集めたいっていうところでやってるのであれば、そういう社会のこう弱体化って衰弱している社会の表れなのかなって思って、多分幸福度が高い社会ではおそらく悪用そんなに起きないと思うんですよね。そうですね。なんかやっぱそういうね、北斗の拳みたいな感じの世紀末になっちゃうのは、やっぱちょっとその余裕がない、自分が苦しいけどっていうところ、自分が苦しいから他人も苦しくなるみたいな、私も苦しいあなたも苦しいから一緒に救われようねじゃなくて、私も苦しいからお前も苦しめになってしまうっていうところかなって思うので、そういうことをしたくないねっていうのが我々のね活動理念というか、だからこそ連帯しましょうって言って、もちろんワンイシューでの連帯って恐ろしいので、いいこと言っててもトランスヘイターだったっていうことがざらにあるので、そこがねちょっと困るんですけど、なので複合的な倫理観が一致できる連帯を広げていきたいっていうところでやっているので、なのでまあ今回こういうふうにそうコンビ名っていうか、ユニット名が決まったり、なんか相性、皆様が呼んでくださる相性とかが決まったりするとね、そうやってこうもっと広がりやすくなっていってくれたり、活動に賛同してくれる方が増えたりとかっていうところで、本当にカラスマラジオが本当にね地上波になる可能性があるので、それを私は目指しているんですけれども、はいありがとうございます。なのでね、すいません、この辺からすいません、それ結構話したのでちょっと本編に、入りたいと思うんですけど、相性とは引き続き募集しておりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあちょっと先ほどね風花さんがいろいろ話してくださった内容にも通底するところあると思うんですけど、やっぱりその技術的にですね、まあ簡単にですね、その未成年を勧誘できたりするようになっている状況から、まあグルーミングという問題が今社会問題になってるんですけど、まあこれですね、文部科学省がまあ珍しく作ってるまともな資料なんで、ちょっとまずグルーミングって何か分かんないっていう人がいらっしゃると思うので、まずそこをちょっと軽く説明したいんですが、まあ性的グルーミングって言われるっていうのは毛づくろいっていう言葉からまあ依頼されてるんですけれども、加害者がですね自分の行動をまあ正当化した上でまあ子供を誘惑するっていう、行為のことをまあ性的グルーミングと言います。で、まあ動機としてはそうやって孤立感や無力感を感じているまあ大人が誰かを支配したいとかいう欲望ですねに突き動かされてまあやってしまうというようなことがありまして、関係の、まあ、権力勾配とかって言いますけれども、関係性の、まあ、権力関係を利用する、まあ、生徒を救う救済者になろうとした場合や、まあ、生徒を手なずける場合、まあ、生徒を手なずける場合が典型的にグルーミング、グルーマーと言われ性暴力に至るっていうことになってます。はい。
ですね。うんそうなんですよね。文科省も肯定的相互依存っていう言葉で、私も苦しむからお前も苦しめを回避しようとしている。ああ、なるほど。まあでもだったらね、はいだったら自助でどうにかしろって言わない方がいいと思うんですけど、そうですね。政府広報の内容と非常に矛盾してますけれども。矛盾してる、はいやっぱ自助って生き残れる人って裕福な人に決まってるじゃないですか。本当に救われるべき人は自助で助からないんですよ。そこがあるので、だからそういうふうに自助でやっていけないっていう弱者をグルーマーは嗅ぎ分ける力を持ってるんです。むしろそういうふうに仕立て上げたりもできちゃうわけなんですよね。自分に依存させることで他者との関わりを狭めていくっていうねこともねしてきたりするんですよ、やつらは。はい。なので本当はね初犯のことは少ないです。ほぼほぼ常習性があったりします。はい。トッキーさんちょっと落ちますということでありがとうございます。ありがとうございます。はい。ツイッターランドで大学教授は基本性善説寄りだからある程度信頼できるという話が AI が嘘つくからダメですというまあそうですね。自助で助かるのはある程度恵まれてるか運のいい人だけなんですよね。なのでこの辺からちょっとすいません概要欄にも書きましたが今回トリガーワーニングというかトラウマとか呼び起こす可能性もあるので、ご視聴にはくれぐれもご注意いただきたいんですがこの辺からちょっと風花さん解説いただければと思うんですが、よろしいですか？はい、そうですね。で特に私はそのグルーミングの被害に遭ってる被害当事者なので、ただその人に話すことに慣れてしまっているので割といろいろ話せちゃうんですよ。だからそれを聞いた皆様の中でトラウマが想起されてフラッシュバックして苦しくなっちゃうだとか、共感性が高い方だとね一緒に苦しくなってくださったりっていうこともね、あると思うのでどうか無理をなさらずにペースをアーカイブも残るのでどうしても見たいっていう方はそのちょっと細切れにしながら見ていただくとかって言ってもう無理せず離脱していただきたいです。私たちはそのセカンドレイプサードレイプがしたいわけじゃなくて啓発というか、そうですね、こういう犯罪があってこれが今日本社会が軽視しているおぞましい犯罪であるっていうことをね啓発すべきだなっていうところにねたどり着いたというか結論に至ったがゆえのっていうところなので、なので特に当事者から語られる経験なので多分おそらく生々しいと思うんですよね。私はもうちょっと忘れちゃってる生々しさがあったりとかするかもしれませんので、本当にご無理なさらないようにですね。そういうことがあるんだ、じゃあ気をつけないといけないし守らないといけないなって思ってくださるグルーミングっていう概念を知ってくださるというだけでまず第一段階クリアなので、本当今回烏丸さんの配信にお邪魔していて、ね、言うのもあれなんですけれど本当にご視聴は無理ない範囲でお願いいたしますというところで、はい、よろしくお願いします。ケイトさんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうですね、アウトローと言われてる方が結構昔からこうやってね性別問わずですね子供を手なずけたりして供養するっていうことはやってますよね。本当にねそこは良くない点だと思います。性暴力には至らなくとも至るっていう言い方もちょっとおかしいですね。割とその小さい頃から犯罪に手を染めている非行少年を手なずけている大人っていうのもいるので、それもね私はグルーミングの一種だなっては思ってるんですよね。やっぱこう孤立している存在をさらに取り囲んで完璧に孤立させるっていうところからまず始まるので、じゃないと逃げられるし事態が発覚してしまうので、そういうふうにね考えるんですね。そうだな、私の場合でいくと、そうだな、私ね多分何度かもしかしたら話してるかもしれないんですが、もともと私は不登校気味の子でございまして、そうですねなんだろうな、
こういう性格なので、こういう性格なので性格のせいにするのもどうかと思いますし、それで仲間外れにしたりいじめの対象にしたりするやつらもおかしいと思うので、今となっては、私のせいっていうよりかはやっぱ社会がおかしかったんじゃないかって思ってはいるんですが、こういうことを思う子供っていうのは当然ながら嫌われます。群れに属せないので、っていうところだったりするので、なかなか幼稚園の頃からも若干浮いてたし、小学校に上がってからが余計顕著かなっていう、親戚連中の中で一番最初に生まれてることもあって、蝶よ花よとめでられて育っていたので、まさか自分が嫌われるっていう概念をだから最初は持っていなかったんですね、私は。そのせいで、なかなかうまくいかないで、どんどんそうやって自分の自尊心を削られていくような育ちを経ていって、やっぱりその集団に属するのがきついと、教室で右に習えをするのは気持ちが悪いと、なんで学校に縛られなくてはならないのかというところで、だから私学校のことを刑務所とか監獄って呼んでて、制服のことを囚人服って呼んでた時期があるんですけどそう体育着もそうだよね、作業着とかって呼んでた刑務作業着みたいな感じで呼んでた時期があるくらい学校っていう存在が嫌いなんですが、それはちょっとね、今回のそのグルーミングの件も相まって学校に対して余計に嫌いっていう、ものがあるんですが、こんな感じなので、まず私みたいに孤立しやすい子供は孤立させやすいってことなんですね、逆を言うと。でちょうどですね、私バスケをしてたんですけれども、学校が上がってからその5人しか同い年でいなかったので、ちょうど私もギリギリレギュラーに入れるか入れないかぐらいだったんですけれど、人数が増えたせい、そうですね。でバスケがスターティングメンバーっていうか試合に常に出られるのは5人なんですね、バスケって。でなのでちょうどそのじゃあ、例えばですけど6年生5人で最後締めてこいみたいな感じで、ギリギリお情けで出してもらえるみたいなところがあったんですが、とある段階から1人増えたせいで上手じゃなかった私がドロップアウトしたわけですね。でそのせいでその後輩からもすごく軽んじられてバカにされたりとかしてたり、でその部活動もだいぶその部長とかが思い通りに私がプレーしないと殴ったり罵倒してきたり蹴ったくったりとかって、あとその部長ポニーテールしてたんですけど、だから長い髪のポニーテールってわざとバンって顔にぶつけてくるんですよ。っていうね、さまざまな学校っていうものにもたらされた苦しみがいろいろ重なって、もう学校行きたないってなったっていう。まだその頃ね、私はね自分の家の中はねまだセーフティーだと思ってたんですけれど、今は全く思わないですけど、その頃はねまだほら私のことを愛してくれてるって思い込んでるからね、大丈夫かなって思ってたんですけど、でもやっぱりいつの時代だってことは伏せますが、未だに不登校児に対しての偏見があるということを考えていただければ、今一応ね大人としてこうやって発言をしている私の学生時代に不登校っていうものがどれだけのスティグマだったかっていうのはねお分かりいただけるかなって、ご想像がねいただけるかなと思うんですけれど、まさしくこういうふうにね、そう不登校になると、だから誰を頼ればいいかわからない親ですら敵になるんです。行けよってなんでみんな行けてるのにお前は行けないんだって言って否定される、私自身を否定される、お前が弱いっていうふうにこう言われるっていうところがあって、こう逃げ場がどんどんなくなっていくんですね。そうなっていく子供はグルーミングしやすい格好の餌食となってしまうっていうところなんですよね。ゴゴブリンさん、今日ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。
ます。ありがとうございます。そうですね、うん非行に走る子は悪以外にもそうですね、知的障害を抱えてたりサポートが不十分だというようなケースもありますよね。うんうんで自分ではなくでも社会をねおかしいって考えるってとても今風花さん語ってること大事なことだと思うんですけど、でも日本の学校ってすごい閉鎖的なんでそうなんですよね、それだと潰されてしまったりとか先ほどの受けたようにパワハラモラハラ的なね運動部系だと特にやられがちですよね。でまあそうですね、勝敗が絡むと途端に抑圧的で排他的になったり全体主義的になったり、不登校がスティグマになったりするっていうのはね、本当に社会の上の問題ですよね。はい。そうっていうのを今の私なら思うんです。でも当時ネットがねそんなに子供が触れられるようなものじゃないぐらいかな。携帯電話自体はあったんですけれど、大人が持っているものっていうところで、そうなってくるとやっぱり調べて今みたいに知識とか同じような境遇にある人の話を聞いたり見たりっていうことができないわけですね。でテレビで取り上げるのも結局はものすごくもう言い方はちょっと間違いですけどメディア的にはもう落ちぶれてしまって引きこもりになって一歩も外に出ないっていうのをすごく問題として泣き叫び懇願するが部屋から出てこない子供みたいな感じのを出したりだとか逆に乗り越えて学校楽しくなりました友達最高みたいな感じの成功例とか極端な例ばかりをマスメディアは使うので、どうにもならない人のことを一切見てくれないんですよね。だからでグルーミングしやすいのはそういうどうにもならない誰も助けてくれない誰も目を向けない子っていうのが一番目を向けやすいです。引きこもりになれるぐらいで逆に言うと自分を守ることができてる人だと思うんですね。もちろんいろんな問題はあるので引きこもって OK 何でもいいよって言ってるわけではないんですが嫌な場所自分を傷つけてくる場所に行かなくていい出なくていいっていうところってすごく大事ですね。そう思って部屋にこもれてるってことは少なくとも家族以外からは傷つけられないので今だったらね SNS とかインターネット環境でいくらでも傷つけられてしまうのですが、まだ私が学生時代だった頃のそんなにインターネット SNS ねツイッターがねどこぞのマスクに支配されるようなことのなかった頃のね、時代の学校っていうの SNS には傷つけられずに部屋にこもるっていうことはだから逆に落ちぶれてるとかじゃなくて逆に己を守るための正しい行動をしていたと今なら言えるんですが当時の結局学校教育も親もそうですけど学校に行くのが正義みたいな学校に行けない方がおかしいみたいな風潮があるわけですよ。結局行きたくないって思わせる側の責任じゃなく行きたくないっていうなんてお前はとんでもないやつだなっていうわけですよ。責められるんですね己を。そうなんだよな。不登校とかでも通信学校とかあるのに異様にアレルギーとかねそういうのがある人も多いですし日本の学校ってだからねやっぱり戦前の軍隊式の教育を引きずってますよね。だからそれがやっぱり一番良くないと思うし結局ね大日本帝国が悪いというところに行き着くんですけれども、成功例を見せられるのもきついですしね。木野龍さんコンカラスです。自分で行ける場所の未成年の逃げ場所って少ないですよね、とっても。でも学校はね学生にも学校の教員とか労働者の人たちにとっても非常に過酷で孤独に陥りやすいかえってね環境になって今しまっていて、それがねこういう性的グルーミングの背景にはあると思うんですよね。そうなんですよ。だから結局親も学校に行け部活の友達とうまくやれないそれはお前が弱いからだってあいつらは自分で頑張ってるだろうって言われる。そう味方してくれないんだっていう。で先生私ねとある担任
製氷賞で本当は語りたくないんですけど、私の人生の中で唯一私の担任が男性だった時がありまして、そこでおかしくなっちゃったんですよね、私の人生。そいつがめちゃやばいやつで、学校こそ思考みたいな感じの、学校教育神話を持ってるおぞましい教師だったわけです。はいはいはい。家にいるのは辛い貧乏で給食を食べに来てて、雑巾一つも持ってこれないようなやつでも学校に来たら元気で過ごせるのに、なんでお前はその学校を嫌うんだ、お前がおかしいっていう感じのやべえのがいたんです。なるほど。そういうやつで、その担任が私が体調悪くて保健室で休んでいる時に怒鳴り込んできたんですね。何寝とるんだお前はみたいな。いや具合悪いから寝てるんですけどっていう、まあこういう経緯を経てしまったものですから、教師の中にも私の話を聞いてくれる人、聞いてくれない人っていうふうに分かれちゃうわけですね。で、学校に来て部活も正しくやって宿題とかも正しくやってっていうのが正義ってそう思い込まされている洗脳教育を受けている同級生たちも当然だから不登校の私を、見下すわけですね。お前だけずるいみたいな。それこそ今で言う一番近い感覚って多分生活保護ずるいだと思うんですけど、生活保護もらっててずるいみたいな。お前はほとんど学校来てないのに先生たちに特別視されていいなみたいな感じですごくなじられたことたくさんあるんですよ。いや お前がそういうこと言ってくるせいでなってんだけどなって今なら言い返せますけど、当時はね、本当に私が悪いんだ、馴染めない風花が悪いんだっていうので追い詰められてしまった時に、その時にですね、私をグルーミングした加害者がすり寄ってくるわけです。話を聞いてくれるように、ね、なるというところで、そういう感じで、グルーミング教師にひっつかまってしまうきっかけはこんな感じかな。先ほどだからいきなりなんか怒鳴り込んできたやつとは違う人物だったんですよね、その加害者っていうか。働いたくなかったら全然いいんですけど。いや違いますね。そこが一緒だとまたちょっと別になるんですよ。暴力的な支配が入ってくるので、ちょっと話が変わるんです。グルーミングというよりかはそれはなんでしょうね、暴力的支配なので、DV とかのあれになるので、それはちょっとストックホルム症候群的な感じになるので、ちょっと話が違うと思うんですけど、逆に、いやお前もしんどい中頑張ってきてるよな、一個ずつやればいいよって俺は思うよって。そうだって、お前今の部活がしんどいんだったら俺のやってる部活のマネージャーに俺がしてやるよって、だから頑張って出てこいみたいな感じで、そうやって社会的成功というかを超例外を用意されて、だから頑張れみたいなことを言ってくる。もう完全にもうこれグルーミングですよねっていうことをねが始まるわけですね。だから救済者というよりはやっぱり手なずけ型のね加害者なわけですね。そうですね。もう俺はお前のことを分かってるからなって、お前が頑張ってるの分かってるからなって、でもあいつらのね他の生徒の言うことも分かるって、逆にですよ、私のことを全肯定しないっていうのもずるいんですよ。なるほど。ただあいつらの言うことも分かるぞって、やっぱ自分たち頑張って毎日学校行ってるのにお前だけ特別扱いされてるように見えるんだから、そりゃお前にこんぐらい嫌味言いたくもなるだろうって言って、だから結局その周囲との壁を作らせられる、溝を掘られるわけですよ。さっきのね周囲からの孤立ですよね、を図られるということですね。そう言われるのも今のお前を見てたら仕方がないよなって、そうなるもんなって、でもお前はこれ以上のことができないんだもんな、仕方ないよなって言って、だから俺は分かってるんだぜっていう感じの支配の仕方というか、手なずけ方ですね。なるほど。
とコメント読みますね。はい。そうですね。学校に行くのがもう成功例になるというか、至上命題になってるっていうのは本当おかしいですよね。それがね、やっぱ不登校の人たちに対してそうやって圧力になってると思いますし、グループ活動をですね、なんか全体主義的に統制するっていうのがそもそも良くないと思います。あとご兄弟のエピソードの、投稿してくれてる方もありがとうございます。そうですね、努力して能力があったりしてもやはり周囲から馴染めなかったり不適なかなかね学校生活にそもそもやっぱり学校にねあれ適用できるのって当たり前のことじゃないので、そもそもそれがおかしいんですよね。なんだけど標準から外れてるみたいなことになるとやっぱり弾かれちゃうわけですよね。で教育や学問がええものや正しいものというそう思い込み、そうですね、教育や知性を商用する人ってね、リベラル派にもなんか人のなんか知的能力とかで平然と差別する人ってたまにリベラルを名乗ってる人にもいてゾッとするんですけど、やっぱりそういうの本当やめた方がいいですよ。そういう問題じゃないからね。だからその選択的にそのなんていうのかな、ポピュリズム政治とかをやってる人たちってだから頭の良さっていうのが何かとどういうことかっていうことじゃないですか。人をね騙すことにかけては彼ら超一流ですよ、我々よりはるかに能力があるから。いやその点やっぱね、オレンジを取り戻したい人たちのあいつらはね、そのことにかけては天才ですよ。なんでね、ネット通販の販売員だけしてなかったかなと思うんですけど、詐欺してるからそもそもだって、あの男はねロースクール出てますからね。だから法律とかにも詳しいし、だから悪いことやってるって分かっててやってるタイプだから、悪人なんですよ要は。だからねそこが問題なんで、だからねアホだとかバカだとかいうのは違うって思いますよね。そうなんですよ、知性は関係ないんですよね、って思う。関係ないです。それで言うなら私それなりに頭は良かったんですよ。数学系は全然ダメだったんですけど、国語に関してはねとある時に全国1位を取るぐらい多少頭が良かったので、いやって言っても、でもそれでもやっぱり学校に行けなくなるんですよ。だからやっぱ頭がいい悪いももちろん関係ある子もいると思いますよ。頭が良すぎて、あいつ気取ってるよなっていういじめに発展しちゃって省られてしまったからいけなくなっちゃったっていう、優秀とされる子もいるでしょうし、バカだって言われたりテストの点数が悪いことを責められすぎて学校っていうものに対して恐ろしさを持ってしまったみたいな、本当にその人その人それぞれに理由が違うんですよ。やっぱ、千差万十人十色、嫌な意味での十人十色ですね。同じケース、大枠で言うと同じケースだねっていうことはあっても、細かいその複雑にいろんなものが要素として絡んでいくので、一概に教科書に載ってたこのパターンだとかってことは起こらないんですよ、ほぼほぼ。だから逆にそうやって今情報社会になっていろんな情報を仕入れられるようになった今も性犯罪者を責める言説が後を絶たないのは、同じケースだという認識ができないからですよね。ジャニーズで言うならもっと被害者が男性であり、でしかも自分たちの大好きなアイドルの事務所の人たちであり、それを否定すると自分の好きなアイドルを楽しめなくなる、上澄みだけ救えなくなるっていうところの恐怖から、ジャニーズの被害を軽視する人と無視する人と、どっちもいて、それらが複雑に絡まり合ってしまうっていうところもあるので、本当に人によってというか、ケースバイケースなので、私の場合はそういうふうに人とのコミュニケーションがうまく取れない、学校っていう集団生活が苦痛だったっていうところからの孤立をさらに深められた。で、あと親にも頼れない、親からも学校に行け、朝私がずっと布団の中にいると、まだいるのって言って母親が泣くとかで、母親がもう私を学校に行かせるために毎朝泣くとか、車で連れて行くとかで、そんな姿を見て近所の人たちがこそこそね、あそこのお宅の娘さんはみたいな感じで言われるわけです。
ね、子供そうこういう地域社会の悪いところも指摘したいんですけど、学期末ごとになんかその地域の集団登校するところのくくりで公民館に集まってなんか集会っていうかなんでしょう、反省会っていうかなんかそんな感じのことをするんですよね。その時に音花さんちの兄弟は2人とも集団登校の時間に来なくてずっと送迎してもらってていけないと思いますみたいなことで、もう攻撃されるって分かってるからそれも行きたくなかったんですけど、行かないと余計、ただ母は自分が責められる恥をかくって分かってても私たちと一緒に行かなきゃいけないって引きずってでも連れていく。じゃないと結局その地域の子供たちの中ではぶられると余計に私が行けなくなるって思ってるもんだから、どうにかして連れて行こうとするわけですよ、母はね。で自分がバカにされる分には多分母は構わないんですよ。でも母は私や、兄弟自分の子供たちがそうやって子供だけのみならず大人からもクスクス笑われて偏見の目にさらされるぐらいならば自分も一緒に行って本当にごめんなさいって頭を下げて恥をかく方を選んでたんだろうなと思うんですけど、これね結局悪い方に全部働いてるんです。あれ私トラウマなのでもう本当にあれがなかったらもうちょっと楽に生きてたんじゃないかなって思うんですけどマジ最悪でしたよ。で結局でもね、同じ地域の中ではぶられたら危ないっていうけども、そもそもはぶられてたから後の今更考えるべき、今思えばですよ、もうあの時点で私は地域のガキどもと馴染んでなかったので、地域のガキどもに所属しなくても私がいじめられることはいじめられてでも別にあなた悪くないからいいよ行かなくてもって母が言えたらよかったんでしょうね。けど結局母も家父長制の中嫁入りしてきた辺境の地の田舎差別になりそうなので本当は言いたくないんですが、ちょっと凝り固まった老人が多い地域なのでどうしてもねそういう嫌な価値観っていうのがの吐きだまりでして、だからこそそういうちゃんとしてる子供は学校にちゃんと自分で行ける子、朝起きれずにずっと親に送ってもらっててずるいで私のことをはぶってるくせに、私と私の兄弟をはぶってるくせに自分たちこそがあいつらにいじめられてるんだみたいな感じのことを言うんですよ。はーってだからそういう風にもう住んでる地域でも孤立してたし、だからでしかも母親に恥かかせてるっていうところで、だからちゃんとしたいって思ってもでもどうしても起きれない、行きたくない学校にどうして行かなきゃいけないのっていう思いに勝てないっていうところがあったからこそ自分を責めるとかね、そういうことをやったりもしちゃってたわけで、本当そこに見事につけ込まれたっていう感じかな。なるほど。ちょっとコメント読みますけど、そうですね。だから古川さんの場合やっぱり最初から孤立があって、なんていうかそれをやっぱりグルーマーの側が利用したみたいな感じのところが結構強いっていうことですよね。そうですね。そうですね。あとちょっとポル・ポトの話ちょっと加えておきたいんですけど、そうですね、コメント指摘あったんですけど、おっしゃる通りですね、彼ってポル・ポトって超インテリですごい反知性の集団ってよく言われるんですけれども、別にその学問を否定してたわけじゃなくて、彼流の学問理論によるとそのインテリとかをですね殺害した方がいいっていう結論に至っちゃったんですよ。だからとんでもなんですけど、でも彼は彼なりに真剣にね考えていたので、だからねやっぱりそれはちょっと反知性主義とはちょっと違うのかなとは思いますよね。そうですね。なので、そこの極論に至るまでにもっと議論をできる環境があるなら違う結論に、逆にいいことをねできたかもしれないっていうところなので、そうですね、そこは本当残念なんですけどね。だから本当にそうだから結局孤立するとこうなるんですよ。自分だけで考えるからこうなるんですよ。で孤立してると人とのコミュニケーションの正解がわからないので、だから
私烏丸さんがすごいなって思ってるのってえ指摘された時とかちょっとねきつめにちょっとその言い方ないと思いますよとかそれおかしいと思いますとかって言われた時にすぐにすみませんでしたって謝ること謝罪することができる訂正することができるでそこでもちろんそこで終わっていい話であればそこで終わってなお自分を貫けるっていうのすごいなと思ってて私それができないんですよね。注意されたり怒られたり指摘されたりすると私自身を否定されたって思ってしまうっていう結局その健やかじゃないメンタルが育ってるものなのでいやいや。なので本当に烏丸さんの姿を見ていると多分これなんでしょうね全部が烏丸さんが苦しい思いをしてないとは一切思っていないのであれなんですけど多分おそらくこうやって指摘されることと否定されることは違うっていうその切り分けができるっていうのも、結局ここも大事なところでこれができないのが自他境界が曖昧だったりっていうその感じのね境界性パーソナリティのあれがあったりとか多分するんだと思うんですけれど、こういうそうねほらコメントの皆様も本当にね烏丸さんがねいやそうだから私はねだから指摘されちゃうと私自身を否定されたんだって思っちゃうんです。全くの善意でここ直した方がいいですよって私を守るために言ってくださってるっていうことも今ここではそう言えるけど実際それを言われた時に受け入れられない、私は否定されたって思ってしまう。これをね昔はプライドだと思ってたんですけれど多分プライドじゃなくて恐怖心なんですよねっていう今まで築き上げてきた己の全てを否定されて全てを無に帰さないと許されないみたいな感覚に陥ってしまうっていうところがあるのでそこがねそうなんですよね。でも今コメントにもありましたけど、別に切り分けできないことが健やかではないとは私も思わないですよ。そうですね、一概にはそうじゃないんですけど、ただその私自身的には自分のことはそう思うっていう、なので他者が切り分けられてないことについてあなた健やかじゃないねとはもちろん言いませんよ。逆に多分共感性が高くて相手のことも考えられてすごいねって多分言えるんです、他人にだったら、でも自分には言えないんですよ、っていうところがねそこ自体だからその切り分けられない自分が悪いって健やかじゃないというよりかは、自分を愛してあげられないっていうところに多分帰結してるんだと思うんです。その悪影響がその切り分けができないっていうところでこう表面上に出てくるっていう感じなのかなって思うんですけど、ただね恐ろしいことに私ね自身を客観視することには長けておりまして、なぜならカウンセリングに慣れているんですね。もう学生それこそだから子供の頃からその不登校の時にから病院にずっと通っておりますので、カウンセリングをずっと受けているので、だからあなたはすごく自分のことを客観視できてるねって、第三者目線だったりしていろいろ見れてるねって、なのになんでそうなるのっていう風にずっと言われてきたんですけど、不思議ですよね。だからその客観視ができるできないでも決まるわけじゃないっていうのが難しいところではあるんですけど、その結局その学生時代のその学校っていう社会、地域社会、子ども社会っていうところのそのいろんなところの中で培われてきてしまったもののせいでなんかこう出力がおかしいみたいな感じなんだろうなって思うし、だからこそやっぱりこうやってもう家庭の中でもだから家に帰ってあんた結局学校行ったけどずっと保健室おったげなやんねって、学校ちゃんと行ったっちゃけん授業受けりよもったいないって言われるとかね、その保健室でずっと寝とったらまた友達にいろいろ言われるよ、そんなんね親に言われんでも自分が一番分かっとるんですよでもいけねえから保健室いるんだよって、で言い返すと泣くじゃないですか。
いやそりゃ泣くのもわかるよ、わかるけど泣きたいのはこっちだよってなっちゃうわけですね。っていう本当にもうなんか精神的にすごくギリギリの状態の時に見事にグルーミングされたっていうのが私っていうところで、ただもうグルーミングされて壊れてしまってからの人生の方が長いので、壊される前の己をもううまく思い出せないんですね。だから多分私の昔語りの中でだいぶって思ったりとかもしておられる方多いかもなって思うんでもないですけれど、ただやっぱり明らかにグルーミングされる前と後で健やかさが違うんですね。もちろん自尊心はなんでしょうね、自尊心は低いけど尊大な自己愛はあるみたいな、なんでしょうね、三月期とか太宰治みたいな感じの人間なのは多分もともとなんですけど、それを不登校は良くないっていう風潮だとかに地域社会とかにもっとなんでしょうね、悪い方向に育てられてしまったっていう上でグルーミングされてぶっ壊れてるので、ちょっとねわからないんですよね、己の。だから今生きてることも奇跡なんですよ本当は。やっぱでもね、ちょっとコメント読んだりしていいですか？いいですよいいですよ。はい、魚さん、江戸川っぽさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。地方のね、男尊女卑と賃金格差はこの前テレビでもやってたし、肌身に感じまして、本当ね、深刻ですしね、やっぱりね、田舎の描写とかね、田舎を差別するのは本当良くないんですけど、私も地方出身なので、やっぱり地方のね、そういう都会のと随分違うなと感じるところはね、私もたくさんありました。で、先ほどなんかちょっとお褒めいただいてちょっと恥ずかしい感じなんですけど、ありがとうございます。ただね、私でね、本当悪いところあって、だから多分自分の発達障害とかがあるからなのかもしれないですし、それはね、もうわからないです。自分でもわかんないんですけど、他者共感性多分かなり低いんですよ、私って。男性にしても多分低い。だから他人の気持ち基本わからないタイプなんで、だから相手のね、考えとかって基本的に外部情報からこいつ何考えてんのかなみたいに予想する癖がついてて、でそれを間違えるとだからすぐ謝っちゃうんですけど、それも別になんていうかいつも計算で考えてるから、あんまり悪いっていう多分自覚が少なくって、相手のね傷つきとかに共感しにくいんですよね。だから相手には誠実に謝ってないっていう風に思われてしまったりとか、それで結構ねトラブルを起こしてしまったりとか、結構ねやっぱり他人に共感できないっていうのがね、ちょっと自分的にね自分が苦しんできたっていうところでもあるんですけど、それをねなんとか乗りこなしてというか、乗りこなせてないような気もするんだけど、なんとか頑張って生き延びてきたという感じですね。そうだから今ねコメントいただきましたけど、そうなんですよ、客観視卓越するっていうのも怪しいですよね。だから自分の感情って私たまに分かんなくなるところがあって、なんかしばらく考えてから自分しんどかったんだなって思いついたりとか、あんまりだからね多分他人の心にも自分の心にもあんま興味ないんですよね基本的にだから一応一旦だと思いますよ本当に。そうですね、全部が全部いいわけじゃなくて、私から見たら素晴らしいけれども、烏丸さん自身がそれに対して生きづらさというか、ちょっとなんかってここもうちょっとどうにかしたいなっていうふうに思っていらっしゃるっていうのは、もちろんそれぞれの、隣の芝生が多いのと一緒な感じではあると思うんですけど、ただね共感性が低いって自覚がある人の方がよっぽど健全で、俺はお前の気持ちが分かるっていうのは機弁だし、グルーミングにつながるんですよ。分かるわけない、分かるわけないんです。共感性低くてね、ごめんなさい、ちょっと口挟んじゃうんだけど、共感性低くてね、自己愛が強い人ってやっぱり独裁者タイプなんで、ね、一番良くないんですよね。周りにね害をもたらしやすいですよね。はい。
そうなんですよ。はい。だから政治家にやっぱそういうタイプ多いのでね、なんかイラッときちゃうのはね、多分そこにやっぱり自分のそういう悪いところとかが見えてんじゃないかなという気はします。はい。まあ、政治家はこう傾向的に共感性が高い人はならないっていうふうにされてそうでする職業ね。ですからやっぱりちょっね。とね、うん心がね、傷つきすぎてしまって、うん多分耐えられないんですよね、共感性高い人はね。うん。耐えられないでしょうね。だから多分私もその障害者支援の現場見に行って、苦しい現場見て予算とか、うん。法律どうにか権利をっていうためのところを提案して、それがもう蹴られる、国会でその質疑にもさせてもらえないってなったらもうダメでしょうね。多分生きてくのやめるんじゃないかなって思うんですけど。追い詰めちゃうでしょうね。でしょうね。まあ、だからといって政治家がみんな人でなしって言ってるわけではないです。ただその共感性が低いっていうのを分かっていて、どういうふうに振る舞うかが大事なので、そうですね。分からなくても寄り添うことはできるんですよ。それを目指すべきなんですよ。お前の気持ち俺は分かるぜじゃなくて、そうだったんだ、しんどかったねって言って寄り添えるか、泣かないでいいよってハンカチを差し出せるか、そこだと思うんですよ。人の気持ちが分かるっていうのの方が逆に傲慢なので、分からないなら分からないでいいんですよ。で、自他境界がしっかりしてるのはもうそれもそれで大事なので、己を守るために必要なことだからいいんですよ。曖昧になると結局その相手に嫌なことをされても受け入れて笑って流さざるを得なくなって、そういう子もグルーミングに遭いやすいんですね。断りきれずに結局その逃げ場を外堀を埋められるじゃないですけど、囲い込まれるっていうところがあったりするので、そうだからグルーミングの恐ろしさっていうのは、いろんなあらゆる弱さを瞬時に嗅ぎ分けて的確に使い分けるところが卑怯っていうか、心理の専門家でもないくせにようそんな正しく囲い込めるなてめえっていうことは、やはり常習性も感じるわけですね。確実に常習犯なんですよ。もちろんね、何事にも始まりがあるので、初犯はどうだったかっていうのにもなるとは思うんですけれど、ずっと表沙汰にならずに処分、結局私の場合もね、学校が処分、この話先にしちゃっていいのかな、どうなんだろうな。どうぞ私がね、学校のことを嫌いだし、学校行きたくないって言われたら行かんでいいよ。全然行かんでいいよ。休めって。いうのは、学校に私の性被害を隠蔽されたんですよ。隠蔽されたからなんです。そうなんですか。はい。なんかその実際の性暴力があって、でその後にその学校は発覚したにもかかわらず対処してなかったと。はい。信じられない。犯罪じゃないですか。いや、ドラマはね、だからドラマはドラマじゃないですよ、事実です。本当に学校ね、隠蔽しますよ。しかも警察への通報もさせてもらえませんでした、私は。っていうで、なんでこうなったかっていうところなんですよけど、私保健室登校の子だったんですけど、最近すごく来るねって。ですごく休んでるけど何かあったのって養護教諭に言われて、言った。実はこういうひどいことをされてって打ち明けて、とんでもないことだってなって、その養護の先生が話に行ったっていうところで、そこから私課外教師に一度も会ってないんですけれど、別に会いたいわけでもないので別にいいんですが、その被害者である私が他の生徒とかに言いふらさないようにだと思うんですけど、今思えばね、まず、被害者である私をしばらく休ませる。で、裏で親とか校長とか学校内でその先生、そのクソ教師の待遇を決める。で、でもそうやってしんどくて、もうだからもう学校自体がそれを想起させる場だから行きたくないって言ってるのに、ダメだよ、乗り越えないとって。誰も助けてくれないんだから学校を来なさい。いや、じゃあお前も同じ目に遭えばいいだろうって。逃げられない車の中で体触られてみろよって。
2人きりの個室の中で好きだって言われて触られてみろよって思うじゃないですか。はい。今なら思うけど当時は言えなかったな。でだかそのら結局こんなひどい目にあっても不登校の私が責められるっていうおぞましい環境なわけです。親も言ってました。わかる、お前がきつい思いをしてとんでもない目にあったのはわかるけど、それとこれとは話が別じゃないか。学校行かないとお前の人生がおかしくなるぞ。いや、おかしくされとんねん、もうすでに。おかしくなってるんだよ、私の人生は。っていうところです。はい。で、結局その隠蔽した、で、学校が隠蔽したことをもうちょっと話させていただきたいんですけど、まず私の口の、まず被害者である音羽の風花の口の塞ぎ方ですね。警察に通報したいって言ったら、いや、あなたは受験生でしょ、受験の時のね、スキャンダルってね、マスコミが大好きなの。だからあなたがねって、いろんな、マスコミにつきまとわれて、晒し者にされるかもしれないから。だから言わない方がいいよって。きついでしょって。進学にも関わるかもしれない。ダメでしょ、嫌でしょ、そんなことされたら。はい。私に寄り添うふりをして学校の名前を守ったんです。つまりね、受験の時にでも貴校の教師に性暴力犯罪者いましたよねっていうレッテルを貼られたくない。だから結局同級生の進学にも関わるぞって脅しをされたわけです。それって誰が言ったんですか？ごめんなさい。言えなくたったら言えないですけど。いや、養護教諭から言われました。あと担任からも言われましたね。いろんな先生から言われました。はい。終わっている。はい。で、学校内でも同級生に絶対に話すなと口止めをされました。なぜかというと、これもだからやたらめったらあなたが好き勝手ほじくり返されるって、あなたがしんどい思いをするだろうから友達には言わないでって、ショックを受けるかもしれない。知るか、私以上のショックを誰が受けるとかやんこの件でっていう話ですけど、はい、クソボケがよって今なら思います。今ならね。ただ当時は、そうなんだって確かに。でしかもその時私は自分を恥じていました。実はね、2回被害に遭ってるんです。2回被害に遭ってるんですか？はい。同じ人から、同じクソから。で、まず、1回目が車の中です。部活動とかの、どっか大会に行く時の車で、私だけ特設部のマネージャーだったので、他の選手全員男子だったので、でお前はだから話合わないだろうからマネージャーだけ別にっていうことで、そのクソ教師と2人きりのドライブだったんですね。必勝死ねクソがよ。ではだから私はね、それでね、でその時にその男子生徒っていうか選手を乗せて行った方の教師にも母親が後々キレてたから、なんでって言ったら、普通女子生徒と男性教師を2人きりの車内にしないだろう、だからあいつのことも私は悪いと思うって母に言われたんですけど、もっと早く言ってほしかったし、それを学校に抗議してほしかったなって思います、今。はい。母が言ってることは正しいと思うので、確かにあの先生もおかしいよなって思います。だからあの人も私がグルーミングされて体を暴かれることに加担したわけです。はい。っていうところかな。そうですよね。ちょっとコメントとか読みますけど、すみません、ありがとうございます。いやー、でもすごいそうですよね。だから教師にねそれを言われるってのはもうなんか、これちょっと今こっそりねちょっと変えてたんですけど、否認の典型ですよね。で、部屋の中の像ってなんか英語の例えでよく使われるそうなんですけど、見ないふりをして隠蔽しようとするっていう。だからね、そういうことをしないようにって、これ文部科学省の23年の通達なんですけれどね信じられないですね。もちろんもっとね以前の話なのは分かりますけれども、はい。だからこの学校の隠蔽体質もおかしいし、こういうね話がゴロゴロ転がってる日本自体も本当におかしい。で、警察の介入も拒んでるし、日本の性暴力指標っていうのもインチキだろっていうふうにそうですね言われてるわけですよね。はい。
そうでバレて問題に後から、まあ、10年とか5年とか経ってから問題になるっていうとこですね。あとそうですね、法による秩序より学校の秩序の方を守ろうとするっていうのは以前の配信でもちょっとご紹介させていただいたんですけど、内藤浅尾先生のいじめ理論とかにもねちょっと通底するところの話ですよね。そう教師とマンツードライブの時点でおかしいですよねおかしいですよ。これ架空事例なんですけれども、まあ、クラブ活動の顧問をしている人がグルーミングをするっていうような、まあ、典型的な事例としておそらく挙げられてるんですけど、まあ、だからこういうのがねだから典型的事例っていう風に言われてるってことは実際の事例で多分何かあったんだろうなと思うし、まあ、そういうのがね他のとこでもおそらく上がってるっていうことです。いやだからそう文科省絶対把握してるんですよ。把握してんだったらさ、もっと言うべきじゃないですかね。ね、そう大体浅尾先生のいじめの構造をねちょっと今出しておきますけど、はいありがとうございます。そうですね。まあ性犯罪、まあ教師から生徒への性犯罪ですけど、私の場合はね。ただそのまあどの生徒でも教師でもまあ職員でもで加害者がどんな属性であっても学校内で起きたことっていうのはその学校自治でどうにかしようとするんですよ。いや学校自治を否定するわけじゃないです。どこかでほら何でしたっけ、どっかの学校が何でしたっけ、ビラかなんかを禁止されるから学校自治を守るって言ってたので、あれは正しいと思います。あれは守るべきなんですけど、はい、それを学校自治を勘違いしているボケナスがいっぱい教師をしているっていう話なんですよ。はい、まあそうですね。だから内藤先生はこれもだからもう10年以上前の本なんですよ。これ2009年に発刊されてますからね。だからこの時に秩序としてのまあいじめ、学校内はそういう法倫とか倫理が働いてないものだから一種の全体主義的なですね中間集団が登場し、その内部でまあ秩序を保つためにいじめが行われてるっていうご指摘をもう10年以上前にこれされてるんですよね。内藤先生、今でも現役の学者さんですけど、10年20年経っても何も変わんないのかよっていうね、ちょっと呆れますよね。はい、学校の体質が変わっているとは一切思ってないので、だから学校でその割とだから叩かれたとか先生にでも笑われたとかっていう話を聞いた時点で行かねえでいいよって、あんなくだらねえところに傷つきに行く必要はねえって、いじめられてる側が行かない学びの場を奪われるのはおかしいから、被害者こそ行けって言うじゃないですか。正しいと思いますけど、それは加害者がいなくなって周りの消極的加担者が心を入れ替えてクリーンになった状態じゃないと言えるわけないんですよ。なんで加害者がいるところに立ち向かえるような強さがある前提の話をするのっていう話ですよね。だと私は思うんですよ。だから行かなくていいよっていくらでも学びようはあるって。今だってねすごく優秀な参考書っていうかもちろん教科書通りの勉強じゃないので学校のテストはねしばらく点数取れないかもしれないですけど、学びたいことは学べるんですよ。大体だから私学校って勉強しに行ってるわけじゃなくて社会生活を勉強しに行ってる場所って思ってて、集団行動とかをですね、私大嫌いなんですけど集団行動死ねばいいのにと思いますけども、ね、私も嫌いです、本当にだから正しいことに使うならいいけど、こうやって悪いことにばっかりあいつらはこれを発揮するんですよ、本当に。そうで本当にねあれはそうだからそのせいでだから同級生とかにも相談できなかったので、なんか風花数日休んでるけど何かあったとって言われても言えないんですよ。叫びたくても言えないんですよ。いやちょっと風邪がこじれてねって、でも今日からまた戻ってくるからみんな風花のことよろしくねって先生が言うわけです、どの口で言いようねお前は出てこいって言ったり休めって言ったり頑張らんと自分の人生とかって言ったり、なんやお前って思ってたんです、だけどそのせいで周りに相談できなかったので、私は加害そうだなだから1回目の被害に遭った時には2人きりになった自分が悪いんだ、あの時2人きりの車は嫌だって言えなかった私が悪いんだで、しかもその後1回
大会から学校に帰ってきた後も続きをしようって言って車にまただから荷物を下ろさせてくれなかったんです、私の荷物を。でだからミーティング終わったら続きをしよう、だから荷物乗せとけって言って下ろさせてくれなかったんです。だから結局もう一度車の中に戻って人気のないところにトンネルのところとかに連れてかれてっていう感じでしたね。それが1回目となります。でもその時私はだから私が悪いんだ、2人きりになんてなっちゃうから拒否できないからこれね性犯罪被害者特に性犯罪の被害者によく見られる傾向なんです。自分を恥じてしまうんですね。一切悪くないと思うんで、今なら私一切悪くないんですけれど、はいはいはい、ね、一切悪くないけど当時はだからあんなやつっていうか私が注意してなかったから悪かったんだって。でほら今の日本で私が痴漢をされないように気をつけようっていうのに対してクソ死ねって言ってるのと一緒なんですけど、なんで被害者側が気をつけなきゃなんねんだよバーカっていうところがね、あって、だからでもその当時の私はいい感じに家父長制のね女は3歩下がって男を立てるのがいい女って、母のように聖母のように男を守るのがいい女っていうのはね、気色悪い家父長制のあれに染まってたっていうか洗脳されてた時期だったので、私が悪いんだって思って2ヶ月耐えました。でそうしたところで2回目の被害が起こります。それは学校内でした。学校内の個室で部活のだからユニフォーム整理中とかにあの時気持ちよかったかって言ってもう一度体を触られたという話ですね。いいわけねえだろ死ねよって思うんですけど、でそりゃ言わさりますわ、一応だからね文部科学省がだからこの前紹介したねだから文部科省なんで、あんまりね矛盾を政府の態度に矛盾を感じるんですけど絶対に子供を責めちゃいけないって言ってるんですけど、だからこれねちゃんと正しいこと言ってるんですけど、それは正しいです、性暴力の被害に遭ったそれが反映されてるかどうかはね、反映されてねえけどね、子供は自分にも悪いところがあったかもしれないとか、被害に遭ったことを話すの恥ずかしいとか、大切な人を悲しませたくないという気持ちからですね自己を責めがちなので、それを絶対にあなたも好きがあったとかね、典型的なそういう言葉を言ってはいけないってね、だからそれって当然のことだと思うんですけどですよね。そうなんですよ。だから2回目の被害にコンカラセです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。すいませんね、めっちゃ重い話の時に申し訳ございません。いやどんどん、ありがとうございます。そうだな、だから2回目の被害の時に、だからお前のことが好きだって、俺は嫁よりお前のことが好きなんだ。知るか死ねってなるじゃないですか。本当にね、もしかしたら私のせいでこの配信広告剥がされたら申し訳ないぐらい汚いことを使いまくってるんですけど、しょうがないし、ちょっと剥がすべきではないかと今ちょっと一瞬思いましたけど、なんか微妙だなと思う。でもね、逆にこれでこれを広告つけてしっかり意味がある配信だと認めてもらわないともう私生きてられないんですよ、逆に。そうですね。でしかもですよ、そいつですね自分の娘を学校に連れてきたりしてたんです、ちっちゃい娘を、休みの日とか。だから私はそいつの娘を見たことあるわけですよ。なのに俺は嫁よりお前が好きだって言って触ってくるんですよ。もうわけわかんないでしょ。なんだお前っていう何者だよお前と思って。でもさすがにそれがね耐えきれなくて、でそれだからそれが夏休み中に2回起こったってことなんですね。その車の事件と教室での事件とっていうことで2回ありまして、で夏休み中だったけど、だから夏休み中そいつがいる部活に行かなきゃいけないわけですよ。だからもう怖くて後輩にごめんそばにおってって、ごめんって言ってて、もうだから2人きりになるのが怖くてずっとしてたし、だから部長もユニフォーム整理に来なきゃいけなかったんですけど、あいつ自分の野球の方をね優先して来なかったんですよ。
特設部だったので、はいだからあいつが来てくれたれば2人きりにその教室でならなかったのに来てくれなかったんですよ。もしかしたら、でも今思えばそのクソ野郎が俺と風花でやっとくから来なくていいぞって言った可能性もまあなきにしもあらずかもしれないんですけど、うんうん、まあいいや。でそんな感じで結局2人きりになりたくなかったけどなってしまって起きたのが教室の事件で、夏休みが終わったから学校が始まるでしょ。だからこんな状態で普通に通学できるわけがないので、それで保健室登校が続いてるけどどうしたのって言われたので、それがねってこういうことがあってひどいことをされましたっていうか、もう言えなくてもう口から出てこないんですね、されたことを。もしかしたら私が責められるかもしれないと思って。当然ですよね。でもただ幸か不幸か相手が養護の先生だったので、もしかするとそのなんでしょう、知識があったというかかもしれないんですけど、だからそういう性被害にあったっていうことがピンときたらしくて、そういうことをされたのって言われたので、はい、うなずくだけでいいよみたいな感じだったんです。でその時からすぐにその教師とかに通達がいって事実確認されて認めたらしいんですけど、結局その教師の扱いがじゃあどうなったかっていうと、自主退職なんですよ。懲戒免職じゃないの。はい、なんだかっていうと、信じられない。懲戒免職になると、性暴力被害を起こしました、暴力を起こしましたっていうことを表沙汰にしないといけないので、いやそんなの別に横領でも何でもいいじゃないですか。いや共感性の低い人間としてちょっと悪いこと言っちゃいましたけどなんかね、懲罰与えないって意味がわからないですね。でそのおかげでですね、私の卒業アルバムには、そいつの写真がいっぱい載ってるんです。最悪だなで懲戒しないからでもそうなりますよね。そうなんです、だから学校にもうあの先生いないんだから来なさいっていうロジックにも使われたわけです。でしかもだから大事な時期にいなくなってから、そいつが顧問してた部活の子たちはだからみんな卒業アルバムに何々先生が途中でいなくなってさ、とても辛かった、何々先生と一緒だから頑張れたのにって書いてあるんですよ。そいつ性犯罪者のクズだぜ、何言ってんだため。だから私は卒業アルバムからもセカンドレビューされまくってるし、学校からもされてるんですけど、結局学校側が隠蔽したせいで生徒たちはそいつがいなくなったのが自己都合だから、なんでいなくなっちゃったのっていう話だってしかも何も言わずにだって突然消えたわけだからみんなわかんないですよね、謎の失踪ってことになっちゃってますよね。でだから私に絶対に言うなって脅しもかけられてたし、あなたが何をされたか話したくないでしょって、いや今思えば話す必要もねえだろ、ただあいつがグルーミング性犯罪クソ野郎だからいなくなっただけだよ、なぜか警察にも通報させてくれないけどねっていう話をね、なんでしなかったんだろうなって思うんですけど、ただね、その後養護の先生からずっと言われるわけです。あいつのね、今はこういうことをしてるらしいよ、カウンセリングを受けて反省してるらしいよって。そんな報告いらない、いらんよ、そんな話聞きたくないって。反省したところで私の傷はなくならないからいらないって言っても、いやでもこういうのもあなたをもうね治るために必要だからみたいな。だから養護教諭は私の味方だったかっていうとそうじゃないんですよ。いや味方じゃないですよ、どう考えてもそれは。別方向のグルーミングをしてきたわけです。だから養護教諭今思えばそうですね、残念ながら。私をだから学校を告発させない、警察に通報させないっていう、多分使命を持って私をグルーミングしてたんですね、養護教諭は。私に信頼されてることを逆手にとって、っていうところなので、本当にねちょっとね今思えばやべえなって思う。いや今思えばですよ。だから当時はだから学校にこういう性犯罪にあっても学校に行けない私が悪いって言われるんだから、本当に私が悪いのか、クソこんな世界で生きてられるかバカって言って、もうそこからやっぱちょっと起死燃料にずっと支配される生活が続くみたいなねところです。だから本当にそうですね。
だから性犯罪被害者がどれだけ生きづらいかで、一方的な愛っていうコメントありましたけど、グルーミングを愛っていうのはやめてください。愛じゃないんです、そうですね。お前を愛してるって言ってるけど、本当に愛してるんなら未成年の生徒に触れないんです、思いを告げないんです、ごめんなさい、本当にすいません、ちょっと強い口調で言っちゃうんですけど、愛じゃないんです。これこそがグルーミングなんです、変更のねパートを思い出してほしいんですけれど、まさしくレイさんのポジションとチャンのポジションは私と加害教師のそのものだったんです、どうしてもそうですね。まあちょっと以前ちょっと実況したゲームの内容にちょっと問題があって、まあ私もね、ちょっと周知というかリサーチ不足だったんで、本当ね、根源を正せばね、私が悪いっちゃ悪いんですけど、ちょっとね、そこの点をね、2人とも知らなかったので、はい。で、まあ改めてね、やっぱこういう配信をした方がいいなというところですね。そう。だからまあ今回ね、だから構造的に話していただくといろんなことがまあね、やっぱり差別の構造であり、まあそのいじめの構造であり、隠蔽の構造であり、まあ性暴力の構造とかいろんなね、暴力が絡んでいる話だと思うんですけれども、はい。まあね、これは愛ではないですよね、どう考えてもね、暴力なんで、はい。と思いますね。はい。何も知らない未成年は本当にそれを愛だと思うわけです。で、私は気持ち悪いから先生に好きって言われても嬉しくないって思ってましたけど、今思えばあれは愛でも何でもねえんだなっていうところで思えてますけど、ただ本当に時期は辛くて、で私ね、バービーボーイズっていうバンドのことが好きなんですね。親の影響でちょっと古めの、最近ねボーカルがちょっとね多分四肢不随とかになっちゃったりとかして、ちょっと大変なことになっちゃってるんですけれど、まあでも割と男女のセクシャルな曲が多いんですね。多いつがほとんどそれなんですね、バービーボーイズの曲っていうのが。あ、そうなんだ。でだから被害を受けてからしばらくそれを聞けなかったんです、聞くたびになんかこういう恋愛の一つなのかなって思っちゃうってゾワゾワってしてしまうっていうね、ところで、大好きなバンドにもなんかそいつの愛を肯定されてるかのような感じをね、受けてしまって、全然バンドは全然悪くないんですけど、ただやっぱこの状態で聴ける曲ではなかった。でも好きだから聴きたいけど、聴けば聴くほどなんか愛の駆け引きね、何も知らない少女でしたから私はね、だからその曲を聴くたびに先生と私は不穏になってたのかもしれないって思うたびになんかわけわかんないってなっちゃって、いやわけわかんねえんですけど、もう1から100まで全部わけわかんねえんですけど、そうやってだから好きなものも自分にとっての恐ろしいものになっちゃうんですね。だからそうだな、本当にそれでしんどくて、だから音楽に逃げるってこともできなかったんですよ。どこかしらに恋愛が出てきてたら、だから好きって言われた。そうですよね。大体 J-POP って恋愛ソングがめっちゃ多いから、だからバービーボーイズさんが悪いんじゃないけど、他の J-POP グループも全部含めてだと思うんですけども、やっぱりしかも男女の恋愛を書く曲ってのが非常に多い。まあ書かない人がいないってレベルで多いからやっぱりちょっとそこがね、なかなかね、そうですよね。まあよく言われますけどね、J-POP は恋愛ソングばっかりだって、やっぱりそういう問題もあるわけですよね。そうですね、本当にまあ今は割とだから人間性のある曲とかもいっぱい出てはきてますけれど、やっぱそれでもまあ私が異性愛を受け付けなくなったのってこれのせいもおそらくあって、まあそれもそうですよね。もともとは大好きだったんですけれど、今ね異性愛作品を見たくなくて死にそうなんですよずっとなるほど。でだからBL、男性同士の恋愛とか、GL、女性同士の恋愛を
ゾーニングしろって言ってるじゃないですか。でもそいつらって異性愛のことは普通だと思ってるから、異性愛をゾーニングしろとは言わないんですよ。言わないですね。だから私は異性愛もゾーニングしろと。でこれは私の思考とかじゃなくて、たしなむの方の思考ですね。とかの話ってだけじゃなくて、同性愛と異性愛を差別してるからそういうことをしてるんだと思うので、だから BL とか GL にもゾーニングしろって言うんだったら、同じように愛である異性愛にもゾーニングしろって言わねえとおかしいだろうっていう。R18 と全年齢を区別しろって言ってるのとわけが違うんですよ。異性愛かそうじゃないかだけで、異性愛じゃないものにだけ、ゾーニングしろってもうわけわからんじゃないですか。っていうところがあるので、そうだからどうしても異性同士の恋愛を見るたびに気分が悪くなるというか、もうそれを信じたくなくなったのがありまして、でしかもね、恐ろしいことにそいつに好きって言われたのが初めてなんですよ、私の人生の中で告白されたのが。告白と認めてないですけど今はね、だからなんかもうちょっとね言葉がね出てこないんですけどすいませんね、コメント欄ね、リスナーの皆様も言葉を失っておられると思うんですけれど、そうですね、もう本当にだからしんどくて、なのでこの状態で進学結局ね、だから周りの同級生のために被害を告発せずに黙って頑張って乗り越えて進学してはいいけど通えるわけねえだろっていうところで、見事にドロップアウト。でもドロップアウトって言い方もおかしいですけど、ただその社会規範、クソみたいな社会規範でいうドロップアウトに当たったわけです、私は。学校に馴染めない、働けない、うまく人間関係を築けない。でもね、これ全部私のせいにされるんですよ。だから私がカウンセリングに通って薬をもらって飲んで治療しないといけない。おかしくない？なんで他人から受けた傷を自分が治してないっていうか、自分の責任にされるのかっていう話、これが本当にジャニーズにも言えるわけですよ。ジャニーズの被害者の方にあいつらが補填っていうか被害をなんでしょうね、できる範囲で償うって無理ですよ。無理ですけど、形だけでも償う。でお金の話になるっていうけど、働けないから金が得るに決まってるじゃないですか、っていうところで、だから私も本当に割とお金には困ってるんですね。働きたくても働けないので、やっぱね、でしかもね、最悪なことに私はそういう嫌な人を引きつける何かオーラみたいなのでもあるんですかね。電車で痴漢にも会えましたし、でそこでも可愛いね、好きだよって、ここで降りてホテル行かないみたいな感じで痴漢にあったけど、周りの大人一切助けてくれないんですね。目あったのに助けてくれないんですよ、スーツのおっさんたち。座ってじーっと見てるけど、私の目があったら目そらすんですよ。何も言ってくれない。なるほどねって思って、なるほど、社会ってそういう風にできてんだなっていうところだったりとか、あとはね、その職場とかでも割とその年上の男性表彰から求婚されるとか、可愛いね、色っぽいね、セクシーだねって言われて、被害を思い出して、無理です、すいません、やめますってなるっていうところなんですけどだから性犯罪被害者が働けないのを甘えっていうの、社会を変えてください。当事者には無理です。申し訳ないです。本当に無理なんですよ。本当にちょっとマジで無理です。だから本当に、だからね、私みたいになかなか抱え込みがちとかおとなしげに見える、だからね、言われるんですよ。黒髪で髪染めてないとぶつかられるって言うでしょ。だからでバキバキの金髪に染めてアクセサリーゴリゴリつけて化粧もバリバリして厚底ブーツ履いてたらぶつかられねえんだよなって。だから結局獲物を選ぶ力はあるんですよ、誰にでも。私がね、可愛いとか美人って言うわけじゃないです。逆にそうじゃなくても、逆に孤立してそうなやつを選ぶ力に長けてるんです。グルーミング
グルーマーだけにとどまらず犯罪者って、もちろんそうじゃない方も被害に遭うので一概なことは言いませんよ、一概には言いません。逆にそういう社会的強者を狙うっていう犯罪者もいるんですよ、自分の征服欲のためにね、っていうところなんですけど、本当そういう感じで気持ち悪いことばかりが続いてきたせいで社会に出られなくなりまして、で今現在はね、社会に出られない理由がさらにプラスされておりましてですね、体中が謎の激痛に苛まれ、ろくにカロナールを毎日12錠飲んでるんですよ。1回4錠飲んでて、でしかもそれでも痛いからって言って別の薬が出て、それでも痛いって言って別の薬が出て、それでも痛いからって言って別の薬が出てるんですけど、この薬代だけで4000円ぐらい飛ぶんですね、月に。だから生きていけないんですよ。働いて稼ぐっていうのが今の社会、そんな感じじゃないですか。他の稼ぎ方がないでしょ、っていう。だから働かないと稼げないし食べていけないですけれど、でもそれができないから、じゃあどうやって生きていけばいいんだろうなって、楽しいことしちゃいけないのかなみたいなどうしたらいいんだみたいなところはだいぶあるんですけど、ただね、この体の激痛に関してはですね、いろんな検査をしたんですけど、最終的にその精神の病院に通ってることを知ってるせいで、どうせお前精神病のそのあれだからこんな病院に来てんじゃねえよみたいな、そっちで薬出してもらえよって言って突き飛ばされたんですね、そのせいで、だから結局かかりつけの精神科で痛みの専門家ではない先生に痛みの薬を出してくれって、なぜか私が頼まなきゃいけないっていう。わけわかんないでしょ本当にね。だからグルーミングの話ですけど、グルーミングって社会問題の一つなんですよ。だからグルーミングだけに特化して語るっていうよりかは、いろいろ複雑に絡み合ってグルーミングが起きる、いろいろ複雑に絡み合っていじめが起こる、いろいろな問題が絡み合って孤立するしっていう、でだから貧困だし働けなくなるしっていう、もう全て連鎖してるんですよ。だからすいません、本当にね、本当はグルーミングの話をもうちょっとすべきだったんですけど、ただの音羽の風花の話になってしまって本当に問題、申し訳ないんですが、ただ私という性犯罪被害者がぶっ壊れた人生を見て、この社会がどれだけやべえかっていうのを今一度、ちょっと知っていただけたらなと。本当グルーミングっていう、特にだから今ジャニーズタレントが普通にテレビに出ていたりで、私忍たま乱太郎が大好きなので、ジャニーズと縁を切ってほしいっていうのをずっと言ってるんですけど、新しい映画、新しいっていうか去年1年前に出た映画でも普通にね、ジャニーズが起用されてて絶望したりとか、NHK はスキャンダル嫌いとか嘘じゃんって言って泣いてたんですけれど、だからそういう風に結局ジャニーズにで、しかもファンダムは、いやジャニタレはアイドルってタレントたちは悪くないんだ、ジャニーが悪いんだみたいなことを言っちゃう人もいるじゃないですか。でも次々にジャニーズタレントの悪事も出てきてるでしょ。で申し訳ないんですけど、ただね、被害者である可能性が高いんです。虐待って連鎖するより性犯罪も実は連鎖しちゃうんですよ。そうですね、よく言われますよね。被害者が加害者になったりとか、自分の感情の、すいません、今屋敷妖精が現れてちょっとささやかれてしまいました。申し訳ございません。そうですね、だからジャニーズタレントが被害者だったとしても、そこで同じ自分だからもう被害を受けた時点で言い方が悪いんですけど、まともな精神状態じゃないんです、まともな感性になれないんですよ。だって傷ついてる状態で追い詰められてる状態で世の中のいろいろなことを考えられないんですよね。だからそうなると結局自分より弱いものをいたぶることで己の精神安定剤とするしかなくなる。これが連鎖なんですよ。
逆に自分が加害者になることで自分が受けた被害とか屈辱を晴らすっていう意味もあったりしちゃうんですね。うんうんだからもしかするとジャニーズタレントの加害者としていっぱい名前が挙がってる方々も被害者であった可能性もあるんですけど、ただ加害者になった時点で同じ穴の無地なので、うん罪は罪なので償っていただいた後にもし被害者であったのならばケアを受けてほしいかなって思います。一番、だから本当にだから芸能界で性犯罪を犯した人間が平気でメディアに戻ってこられると、私は生きているのをやめたくなるんですよ。うんこの社会では、そうですね私は私は生きてちゃいけないのかうん思うんです。苦しいって思ってるのも、いや我慢しろよ。だから松本人志とかもそうですよね。俺が好きな芸人で笑いたいから黙ってろよフェミみたいなね、言説がたくさんございますけど、いやそれはお前ね、松本人志はほんと名前出したくないんですけど、すみませんだけどここでぼかすとちょっとわけわかんない話になりそうなので、うん結局そいつらが標的としたのがシス女性だったから、うんシス男性にとっては他人事ですものね。うんだからそりゃ面白いから戻ってきてよってなるんでしょってうんいうって言いところでして、たくなりますよね。まあだからファンが全員そう考えてないとしてもね、当然そうやって切り離して考えてるでしょっていうふうに言われるのは当然だと思いますよね。はい、で本当に。勝さんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。だからそう事務所も事務所で、だから確かにタレントで関与してなかったとしても、一定の年齢にいっているのであれば、グルーミングや性犯罪で元社長を糾弾しなきゃダメだったんです。それをせずになあなあになってジャニーさんありがとうでしょ、山下達郎と気持ち悪い夫婦、もうで今からずっとあいつの歌が流れ続ける季節になってしまったので、私は毎回ゲロを吐かなきゃいけないなって思ってるんですけれど、ね、だから本当にで香川照之もそうですし、私福岡に屋敷を構えておりますので、山川穂高ってご存知ですか？あいつもあいつでね、裁判になった、すいません詳しく調べられなかったので調べてないんですが、普通にだからみそぎみたいな感じでしばらく出れなかったのに、祖父母が高いお金を出してもらって、で福岡ではあの人英雄扱いですからね、ずっとテレビでニュースでドスコイのおかげで優勝だ、穂高ヒーローありがとうなんですよ。もう気色悪くて、毎回だから私は野球中継でもサードレイプされてるんです。セカンドレイプは当事者が受けるもので、サードレイプはその間接的に受けるだと思ってるのであれなんですけど、だから私はだから本当だから香川照之、松本人志、中井正広、その他もろもろの性犯罪者、映画監督とか余計凶悪ですよ。あいつ絶対もっと余罪ありますからね。あと全裸監督も許してないので、あれのせいで私は椎名林檎を失いましたので、はい、大嫌いです。マジで呪いたいんですよ。しかもね、長平反対赤髪反対っていう素晴らしい歌を歌ってくださる ARB っていうバンドのボーカルもね、全裸監督の映画に出てたらしいので、もうみんな死んでしまえって感じなんですけれど口が汚いわよ。でもね、怒る時に怒らないと、被害者って口を塞がれ続けるんだってことを学んでしまったので、私は怒る時に怒るようになりまして、だからここでね、もういっそ皆様にしっかりこれだけ傷つきまくって、もうなんでしょうね、生活がままならない女が一人いると。でしかも大体私就職したんですけど、同じ内容をこなしてる年配の男性、私と同じ仕事しかしてないんですよ、その人。なのに給料3倍ぐらい違ったんですよ。でなんでかって聞いたら、向こうは所帯を持ってるけどお前らは若い女だろ、高い金やってるぜって言われたんですよ。はってなって、だから生きてけねえんですよ、マジで。本当にいろんな差別にやってきました、本当に。だからだからこそ私自分の女性性っていうものが嫌いで、いや政治人的には一応魔法少女なんですけどね、一応はね。でなんで魔法少女かっていうと、
私はセーラームーンのうさぎちゃんに助けられて生きてきてるので、あの子は誰のことも否定しないし、悪いことは悪いと言ってくれる子なので、やっぱそういう正義に私は憧れるというか、だからアンチヒーローっていうか、なんでしょうね、ダーティーヒーローっていうか、悪いことをしてる感じのがかっこいいっていうのを認められないんですよ。なんだろうな、だからやっぱ圧倒的正義が美しくて大好きなんです。だから綺麗事とか最近正義を笑う風潮とかも嘲笑するね、ひろゆき的なクズみたいなのがいっぱいいますけれど、私は正義が好きなんですよ。で、正義がまかり通る社会でないなら私生きてられないじゃないって。でもう最悪私が救われなくてもいいから、後の世代の子たち、私より後の世代の子たちが同じ目に遭わないようになってくれればいいなと思ってたのに、今年すごくたくさんいっぱいあったじゃないですか。教師による性犯罪がたくさんね、もうおぞましくて、私がだからあの時学校に口を塞がれずちゃんと警察に通報して、も恥ずかしくても受けた被害内容を警官に全部話して、裁判でも起こしておけばこの子は救われたのかなって思っちゃったら、もうわけわかんなくなっちゃって、多分ね事実だと思いますよ。もっと昔から活動してれば多少は変わってたと思いますよ。でも当時性被害を受けた10いくつの私にそんな知識があるわけないんですよね。今でこそこうやって怒れるし、エマ・ワトソンのおかげでフェミニズムを知り、だからエマ・ワトソンに私は救われてるので、余計にだからね JK ローリングを許さないんですよ。許せないですね。許しませんあいつはっていうところでして、なのでやっぱ私が動いてれば後の世代の子たち助かったかもっていう思いと同時に、じゃあ私のことはじゃあ誰が助けてくれるのって、誰が助けてくれたのってどうしても思ってしまうところがあって、で学校でね性教育一応あるけど性的同意とかについてもっとしっかり話しないでしょ。そうですね。だからね、ちゃんと教育しない状態でそう、ね、AV とかね、その性的コンテンツが流れてきてるのは非常に問題ですよね。だからやっぱりツイッターとかでよく回ってくる、紅茶に例えた話、あれをね学校現場でもっと流せ、毎日流せ、毎朝朝の会で流せ、で帰りの会でも流せって思ってるぐらいなんですけど、やっぱなので私が性教育やれって言ってるのは、被害者にも加害者にもならないために必要なんですね。でただ私で私みたいに大人にやられる分にはもうどうしようもないので大人を裁けばいいんですけど、だから未来の加害者を生まないためにも性教育って大事なんですよ。で被害を受けた時に私みたいに自分を責めたり、こんな風に社会規範的に見ると落ちぶれた人生を送らなくてもう済んだかもしれない。今ね性犯罪とかの被害者になんかね見舞い金みたいなの出るみたいなニュース見たんですけど、それ私にも適用されると思ってくれるって。でも一回きりとは言わないよねって、生活保護とか年金みたいに毎月支給してくれないと生きていけないんだけど、それも含まれてるって。私が自費で、ね、自立支援医療が出てるからといってもそれは精神面のしか効かないからねって、もう何年も通い続けてきてる病院代必要じゃなかったんだよね、そんなことされなかったら。どう責任取ってくれるのっていう怒りがやっぱちょっとある。でも私は生活保護ずるいみたいなやつと一緒になりたくないから、見舞い金もらえる人ずるいとはてかそもそも思わないです。もらえるならもらえばいいと思うんです。で生活を立て直したり心休まる時間をね作るのが大事だと思うんですけど、ただね私のことも助けてほしいなって思うけど、でも最悪私のこと助けてくれなくていいから子供たちを助けてくれるって話なんですよ。だからでも冬もうすぐね受験の季節が来るでしょ。もう来てる、
もう、来てますよね。はい。でもう皆様はね見た子かもしれないですけどね、試験に遅れたらいけないから今の、そのね試験日は痴漢し放題っていう、あれがあるでしょ。もうあれが死ぬほど嫌いなんですけど、だからあれを社会が潰せないのがおかしいです。だからやっぱツイッターはねやっぱちょっとマフーバするしかないと思うんですけど、誰かピッコロさんの代わりにマフーバお願いしますよって感じなんですけどね。炊飯器は私が持ってくるのでどうにかして、本当にいやーそうだからねただ今ちょっとおっしゃってましたけど、これだけはちょっと言いたいんですけど風花さんね、やっぱ生き残ってこうやって発信してるって本当にすごいことですよ。だからあなたが生きてることでですね、マジでいろいろ救われてる人いると思うんで、だからね、私のとこにゲスト出演していただいてるのも本当ありがたいですし、だからね、継続してこう生き残ってしかも発信を続けてるっていうのは、それはだけで本当にすごいことだし、未来へ貢献してると思うので、そこは誇っていいと思います。はい。だといいんですけど、それを考えるとやっぱりこういう正しい活動をしてる人間って儲からないんですよ。これ一銭にもならない。烏丸さんも一銭にもならない。広告ついたらなるんですけど、10億円くらい欲しいですけどね。我々にそれぞれくれよ。絶対いい方向に使ってやるからって感じなんですけど、さっきのだから、ちょっと話それるかもしれないんですけど、さっきのね私思い出したのは以前 NHK 党というものについて配信した時にですね千代さんという偉い人が書いた本があるんですけど、立花隆さんっていじめ被害者なんですよ。ね、同級生から飛び蹴りをされたりとか、実のお姉さんにも結構いじめられてたりとか、結構過酷なことされてたらしいんですよね。でもそのことについて何を彼は考えたかっていうと、他人をいじめれば俺は生き残れるんだっていうことを覚えちゃったみたいなんですね。そこを千代さんはすごく強く非難して、当たり前なんですけど、非難してるんですけど、やっぱりそれ虐待の連鎖ですよね。だし先ほど指摘もありましたけど、恐怖政治のやっぱ根源、恐怖政治家とか独裁者ってこういう経験をしてるケース多いので、やっぱりそれを止めなきゃいけないですよね。立花がああなる前に誰かがやっぱり本当は助けてあげなきゃいけなかったんだけど、今度最終的に捕まるしかなくなっちゃったから、誰も救われてないですよね。はい。だから、社会が虐待を許さない、性暴力を許さないっていうもの、世界の空気がね、きちんと育っていれば、N 国島なんて生まれずに住んでたそうですね。そもそも生まれてないですよね。ないんですよ。でもしかもあいつのせいで何人亡くなりましたっていう話でしょ。もちろんあいつだけのせいじゃないですよ。指殺人したツイッターとかの、ユーザーだもガン首揃えて待ってろよって気持ちではいるんですけれど、でももう本当ね、加害って本当さらなる加害を生むんですよ。同情されるべき被害者だったのにけど、そうすることで強くなれるっていう風に転がっちゃうと、加害者になっちゃうんですね。でただならない人ももちろんいるので、足を踏み外したっていう表現も正しいんですけど、ただやっぱそう踏み外させた社会の罪は変わらず重いんですし、やっぱ加害者がそれ許されてしまう社会、加害すれば偉くなれる、強くなれるっていう社会がね、やっぱ生きづらいなって被害者としてはね、思うんですよね。でやっぱ千代さんはね、N 国とか、やべえ権力者に対してはとても素晴らしいんですけれど、割とやっぱちょっとそうだな、そういうご活動自体は立派なんですけど、性犯罪被害者からすると怖い人柄はしてる。そうですね。そこはちょっとね、直してほしいですね。はい、それは思います。ごめんなさい、紹介しといてあれなんですけど。でただね、今日か昨日かに自分で上げてたのか、誰か公式切り抜きの人が上げてたのかわかんないんですけど、ミソジニってるって言われるからね、俺ねって。俺別にフェミニストじゃないからねって。
まあそうだろうなって思うんですけど、ここは指摘されてるのですから直してほしいところですね。はい。まあ女優さんと結婚したいっていう願望はあるのはいいんですけど、やっぱちょっと行き過ぎるとね。であとやっぱ風俗通いの話もね、岡村隆史の件があるので、やっぱ嫌い、やっぱ私としてはゾッとしてしまうところがあるので、せっかくいいことしていてもどうしてもだから表に出せない。だから烏丸さんに N 国ということは千代さんとコラボですか、やめてくださいねってなるとこだったです。千代さんとだったらね。でも純ちゃんさんとのねコラボ中のはねだいぶちょっとマイルドなので、あんな感じだったらあれなんですけど、まあでもだから結局割とそういう社会問題に対しては正しいこと言ってても、ミソジニー抱えてるっていうところね、があるっていうところなんですけど、ただ逆にこういうふうに私はその男性表彰の大人に性被害を受けてるものだから、私の中にはミサンドリーがあるんですね。でただこれを責められるのは納得いかないんですけど、それでも納得いかないですよ。だって被害者相手に何言うんだよってとこですけど、ただこれを私が特定の人物にぶつけるのならば責められるよねって思ってるし、だからミサンドリーを表に出してラインを引いちゃいけない。これをしだすと多分小麦さんとかの、道をまっしぐらって感じなのでそれがね、だからここが難しいところでして、私の個人的な感情の話ですね。ミサンドリーではない問題解決の仕方を見つけなきゃいけないんですけど、ただ私はやっぱり大人の男性表彰っていうだけで身構えるので、いや当然だと思いますよ、ご経験からしたら、当たり前だと思う。ただそのなんていうのかな、やっぱ包括的性教育がないことについて絡んでるのもあると思うんですけど、すいません、ちょっと私もちょっと今不用意だったと思うんですけど申し訳なかったです。だからなんかやっぱり男女でセパレーションされちゃってて、私もそういうなんか切り抜きとかって目に入ってこないとこもあるし、やっぱりねそういうところって見えにくい、男性をやっているとねやっぱ見えにくかったりするし、なんかツイッターとかでやってるのってあれはフェミニズムでもやっぱり何でもなくて、ただの男女論じゃないですか、いわゆる。でバイナリーなその男性女性っていうので分けた上でお互いに罵り合ってるっていうことだと思うので、それは非常に良くないですよね。そうなんですよ。そもそも、男と女しかいない社会じゃないんですよ。グラデーションだっていう話を一切してくれないでしょっていう。私はだから魔法少女っていう言葉以外で己を女だと言いたくないんですね。女って言わないでほしい。だから結局その女として女性というアイコンで見られることに対しての恐怖心と嫌悪がどうしてもあって、だから私は私のことをゼムで呼んでねっていう風に多分3代名詞のところに書いてると思うんですけれど、そこがね、そこがちょっとね、私自身のだからセクシャリティが完全に後発的にこういう風に転がることもあるので、流動的でありグラデーションであるっていうところをすごく見落とした議論がね、多いですよね。でも見落としてる時点で議論の手をなしてないんですよ。前提条件全く満たしてないので、そうやってグラデーションがある社会の中でで最近それこそブルースカイかなんかで見かけたんですけど、だから男性の被害が軽視されすぎているっていう、男性の性被害がね、事実だと思うけど、でもそれ以上に女性の性被害を軽視してるでしょって思うんですよ。なんでしょうね、スカートめくりはねちょっとした出来心みたいな、それこそジャニータレでもみんなスカートめくりいっぱいしてますよ。櫻井翔とか亀梨も言って、確か幼稚園の先生とかの話してましたもん、スカートめくり平気で、テレビでそうなんですか。だからだから結局
はい、男の勲章みたいにして扱ってるなんだ。ただこれを全ての男性の勲章って私が言うなら私責められるんですけど、ただなんでしょう、その偶像的なあいつらの思うマッチョな、男の勲章っていうところの感覚なのかなっていうとこなんですけど、そういう風にだからスカートめくりとかを軽視する、それのね流れでだから結局パイタッチとかなんかいろいろ覗きとかが許容されてる中で女性の被害だけじゃなくて男性の被害も見なきゃっていうのはそれは別途団体を立ち上げてもらえたらいいんじゃないかなっていう話です。そうだからそうなんですよね。だからどちらも大事なんですよ。その女だから性被害を受けてもそういうもんだから男の子はって言われてきてるっていうとんでもない事実と、で男性の性被害は問題にされてないっていうよりかは透明化されているって言った方が正しいのかなと思って、ないものにされてる。だから結局ジャニーズの件も認めたくないのは男が性被害に遭うっていうことを考えたくないんですよ。散々 AV で女性を蹂躙して喜んでる人たちのそういう層があるとすると、やっぱ自分が性の対象にされるっていう経験がないでしょ。怖いそれがきっと怖いんだろうけど、その怖いことをあなたは女性表彰にしているってことですよねっていう話でして、なのでだからそれもあるし、もちろんそのゲイ差別が当然ありますよね。ゲイフォビアがありますよね。そうなんですよね。結局、男性同士の強固な、つながりコミュニティの形成のために腹を割って話すとか、もうブロマンスに近いような俺たち兄弟だぜっていうつながりがないと、なかなか連帯できないけれども、それに性愛が絡んでくると一気に話が変わってくるから嫌悪するっていう感覚なのかなっていうふうにも思ってまして、なのでホモソーシャルの研究とかでもそれ必ず言われますよね。男性によるそういう男性の友情のための男性同性愛の排除ですよね。なので結局だからトロフィーレディなんですよ。女性をトロフィーだから俺は女を何人も落としてきたぜっていうのがトロフィーになってしまうから、だから女のように扱われる男性性っていうものを嫌悪するんじゃないかなっていうふうに思ってまして。そうですね。イーブ・シズジウィックのホモソーシャル研究がありますよね。だから今包括的性教育のウィキペディアですけど、だからその LGBTQ の人たちに対する教育とそのジェンダー平等に対する教育っていうのを合わせてやることで、ジェンダー意識が全体が底上げされるので、男性の性被害に関しても理解が深まるし、それがもちろんね一番問題になりがちな、女性に対する性的暴力っていうのに対する歯止めにもなるっていう話なんですよね。だから何も教えないと、そういうものが蔓延するっていうね、そうだから男の子だからで見過ごされたりとかっていうありとあらゆることって意味で間違った風潮がねのさばるわけですよね。そうなんですよ。だから、男性の被害は本当にだから透明化されているのも由々しき問題なんですよ。男だからそういう目にあってもいいってわけじゃないですし、加害者も被害者もどんなジェンダーでもあり得るわけなので、っていう、ただほらひまそらなるアノン事件でよくほらコラボにだったらあなたたちを貧困男性のことも助けろみたいなこと言ってる層がいたんですけど、コラボのリソースを考えたらそれはできないんですよね。それは当たり前ですよね。なのでイチャモンでしかない、イチャモンなので、だから今回、その女性の性被害だけを考えるんじゃなくてっていうのであれば、いやもちろんそれはその通りなので、その透明化されている男性の性被害っていうものを支援していく
でそれを透明化してきた社会を非難していくっていう、批判していくっていう団体なりそういう専門家なりっていうところで、男性がやるべきなんですよ、それはね。ほんと積極的に。だからそう、ひまそらさんがやればいいんですよ。お前がやれっていう話なんですよね、自分で言ってんだから。やりなさいよっていう。ひまそらくんはちょっと本当にあの人は話にだからひまそらさんはちょっとね話が違うんですよ。なんで立花隆よりも先に入ってほしかったんですけどね。だからね、そう政治に対してそう圧力をかけることもそうだし、まあだから女性に対して求めることじゃないですから、本当はね男性側が積極的に連帯して、自己救済をやらなきゃいけないですよね。でもなんかホモソーシャルのせいでいろんなことが不可能になってるっていうのは非常に嫌ですよね。結局、被害に遭ったお前は軟弱者だって言ってその男性社会からその人たちを弾き出すことでコミュニティを保ってるっていうところの問題点があるけど、だからリソースを避けないから、私が言ったのは別途団体を立ち上げていただいていいですかっていうのはそういう話で、やっぱただ何も関係ない第三者はどちらのことも気にかけないといけないと思います。ただそこの当事者を支援している人だったり、言い訳ですけど私みたいな当事者に関しては、どうしてもその他を考えるリソースを割くのが難しいっていう、やっぱ自分の被害の方がやっぱ本能的に先に出てきてしまうので、後々だからこれがミサンドリなんだろうなって言って反省をねする日々。笑い事じゃないんですけどね、笑い事じゃないですもちろんっていうところなんですけど、貧困男性を助けている団体もいらっしゃいますし、だからそういったね団体をちゃんと援助しているんですかって、なんかお金はいっぱい稼いでるけどっていう話でしかないんですよ。だから父親の性犯罪とかも追及していくべきだし、何でもね、コラボさんにやってもらえるわけがないので、だからね、性別はね未成年に対する性犯罪が全般に軽く扱われてるわけで、加害者側の性別は関係ないですからね。結局ロマンティック恋愛っていう皮をかぶったグルーミング性犯罪が横行しているっていうところなんですけど、そうだな、結局、なのでそもそも性犯罪に対して怒ってくれる社会じゃないからそうなってるっていうだけの話、だけの話って言って片付くわけじゃないんですけど、なので社会がちゃんとひとまとまりになって性犯罪について考えていかないとダメなのに、結局女性の性被害を支援する人たちばっかり出てきて、そこに揶揄する人たちがいて、でも第三者から見ても確かに男性にも被害者はいるのになんで女性ばっかり支援してるんだって思うのもまあしょうがない、事実そうですしっていうところなんですけど、だから社会全体が性犯罪に対しての正しい理解とか知識がないっていう状況が本当に怖いので、結局これも男女の対立を煽るんですよ。男女だけで片付くわけじゃないのに男女の対立を煽ってしまう。だからそこにどこにも属せないグラデーションの人たちは余計に生きられなくなるっていう、生きるのが苦しいっていうか、自分がどこにもいないなって透明化されてしまうっていうところだから、じゃあ自分男でも女でもないけど被害に遭ったけど、じゃあ誰に相談すればいいのっていうところもあるってなってくると、だから別途マイノリティの方が安心して被害を相談できる。で被害届を出すなり裁判とかでの準備とか、証拠保全、だから結局レイプされた後に病院にすぐに行けっていうのは体液とかを全部集めるっていうところから始まる、証拠集めが始まるので、っていうところなんですけど、そういうノウハウをきちんと社会が
みんなが持ってないといけない。幼稚園児ですらそれを持ってないといけない。とりあえず病院に行ってひどいことをされましたって言えないといけないっていうところ。被害を前提にしてるわけじゃなくて、性教育を前提にしてるって考えていただけたらいいって思うんですけれど、なんか、そうですね。なので、だからやっぱ社会自体がね、その醸造されてないっていうところの中で生きづらいっていうところになると、やっぱそれぞれの被害者に寄り添える団体っていうのはやっぱなんでしょうね、ノウハウが違う、一緒のノウハウはもちろんありますよけど、そのマイノリティならマイノリティに合わせた動きであったり、そのコミュニティを作るためにもまたその別のね、いや本当はこれも切り分けなのでよくないんですけど、ただその性犯罪っていうのがっていうこの犯罪のね、性質が他のとちょっとたちが違う、性質が違うので、いや違わないって言いたいんですけど、本当に魂の殺人ちゃよう言うよなっていう。で、被害を受けた方の中には立ち直れるから死んだなんて言わないで、殺人って言わないで、だから魂の殺人じゃないっていう方ももちろんいらっしゃるんですけど、ただね、その方はとてもお強いなって思う反面、魂を殺されたと思ってその一瞬だけでも私は殺されたんだって、私の落ち度で悪い目に遭わされたんじゃなくて殺されたんだって、殺すってどんな事情があっても良くないことだから、やっぱり私悪いことしてないんじゃん、よかったって一瞬でも救われる私の思いをじゃあどうしてくださるんですかっていう気持ちになっちゃったりもするので、難しいんですけど、だからやっぱりそのグルーミングとか、いろんな問題、どの犯罪ももちろんいろんな事情が絡んでくるんですけれど、本当に、私多分これ以上話すと本当に見バレするレベルの情報が詰まってると思うので、いいんですけどね。そこは全然、いいんですけど、ただもしね私の正体にピンときた人がいたらですね、当時の私がどれだけ苦しんでいたかを思い知っていただけたらなと思うんですけれど、でそれで社会がどれだけ冷たいか、性被害に遭った人間が苦しい貧困になんでしょうね、社会的なキャリアも積めずに今どうやって生きてるかっていうのをね見ていただけたらなって思うんですけれど、ただ私はね本当カウンセリングとかなんか弁論大会なんか作文とかが上手だったので、割となんか人前で文章を読むことに慣れちゃってるし、あと前半でもお話しした通り、一応割とねなんか第三者目線で自分のことを見て語れるっていう性質を持っていたので、割とペラペラ喋れるんですけど、みんながみんなこうじゃないんですよ。もう、話すだけでね、話すだけで入っちゃったりする人ももちろんいるでしょうしね。私は逆に吐き出すことで助けてもらってるので、本当皆様にね、こんな辛いことを聞いていただいてね、本当にすいませんって感じなんですけれども。いや、本当に良かったですよ。いや、本当コメントにすいません。でコメントにある通り、性犯罪の事実を知ったときどこに報告すべきかっていう被害者になる人、被害者になった時に便利っていうか生きるって思うっていうよりかは、大切な人が性犯罪に遭った時に己はどう動けばいいかの方が大事なんですよ。私が障害者就労支援をもっと知ってほしいって思うのは、その使える当事者だけに知ってほしいんじゃなくて、周囲に啓蒙したいんですよ。もっと知ってほしいんですね。こういうところで働けるんだ。障害持ってても働いてる人もちろん いるんだっていう当然のことを思い知ってほしいというか。で、そしてそうやって働いているから
っていうところでやっと対等の人間だと思ってくださるかもしれないし、まあ、おかしいんですけどね、それはそれでおかしいんですけど、あと私が嫌いなんですけど、そろそろクリスマス時期なので、障害者福祉の施設でのケーキは元パティシエとかが作ってるけど、障害者の訓練のために作ってるからめっちゃ安いの、クオリティ高いけど、だからみんな施設で買ってあげて、福祉のなんか高級な福祉の援助にもなって超おすすめっていうクソ言説が回るのが死ぬほど嫌いなんですよね。なんでなんで障害者の仕事だから安く買っても問題ねっていうかおかしいと思わねえんだっていう話なので、まあそれと同じなんです。性犯罪についても障害者福祉についてもやっぱ、周囲が知ることで守れるものがいっぱいあるんですよ。当事者だけが知ってても社会が知らなかったら当事者の尊厳は傷つけられ続けるんですよ。搾取され続けるんですよ。だからやっぱり社会自体が知る大切だから、自分の子供が、家族がパートナーが被害に遭った時にどこに相談すればいいかで割とね恥ずかしい、自分が悪いと思って相談できないっていう被害者が多いけど、それをできるだけ少しでも減らすために性犯罪被害者が悪いわけの落ち度は一切ないですっていうこの前提条件を社会が持たないと根本的な解決に至らないんですよね。セックスプレデターの撲滅はね時間かかるけど、でも成し遂げなきゃおかしいでしょって思ってるので、どうにかして成し遂げたいので、できればっていうか、でも社会問題として今回生きるのに苦しんでいるグルーミング性犯罪被害の障害者の人生として今回私の反省でいいのか、とっちらかった話をねしてしまって、もしかするとだから私も被害に遭ってるせいでこれ言い訳です、すみません、これは言い訳ですが、私被害に遭ってるせいで割とだからその性犯罪被害とかについてちょっと偏って言ってたりとかするところがあったかもしれません。そのせいでまたコメント欄、来てくださっているリスナーの方を傷つけていたら本当に申し訳ございません。今後私の改善点として受け止めさせていただきます。本当に、もし傷ついた方いらっしゃいましたら本当に申し訳ございませんでした。大丈夫だと思いますよ。でそれと同時に社会にももっと被害者がどれだけ苦しく惨めに生きているかっていうことをね、知ってもらえたらなって思うので、私みたい言い方悪いな、私みたいなって言うとあれですけど、私みたいなのがそれでも一応幸せに生きられる社会の方が正しいと思うでしょ。そうですよ。私みたいなのが幸せに生きられるんだったら誰でも幸せに生きられる社会なんですよ。当然ですよね。って思うので、誰でもね幸福に生きる権利があるはずですので、はい。ガッタンさん、ホップスさん、コンカラスです。ツッキーさん、お帰りなさいませ。お帰りなさい。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ということでありがとうございます。一応コメントでもあったんですけど、性被害に関しては、これ後でねリンクとかちゃんと全部貼っておきますが、相談全国共通番号で、ハートさんっていう8103という番号がありますので、もしですね、万が一そういった被害等に遭われた方がいましたらすぐ電話してください。確かに警察とかね、機関でも信用できない残念ながら人たちはいますけれども、少しずつ改善されてはいると思いますので、よろしくお願いします。あと性暴力っていうものに関しては、全般的に本当そうなんですけど、やっぱり究極的な人権侵害の一つだと言われてるし、トラウマをね、やっぱり後半に与えるものだし、重大な公衆衛生上の問題なんですよね。ウィキペディアの受け売りで申し訳ないんですけど、そうですね。
だから戦争とかでも必ずやっぱり性暴力ってすごく発生するし、本来だったら社会が全体として立ち向かって解決しなきゃならない問題なんですけど、それをなんかねわけのわからんことを言ってなんかね性教育させないとかそういうこと言ってる人たちはやっぱり反社会的だと思いますし、なので、そうですね、支援学校の性教育にちゃちゃを入れた安倍晋三ってやつを私は永遠に許しません。はい結局罪償いませんでしたからね、彼はね。悔しいんですよね。やっぱ政治家がやっぱそういうことやってんの本当に問題ですよ。問題です。本当になんでしょうね。でしかもだからさっき烏丸さんがおっしゃったように戦争になると絶対に出てくるのって結局見境がなくなるというか、だから結局追い詰められると誰かを支配して、征服しないと己の力を感じたいんですよ。だから、性犯罪は性欲が強い人がするものって言われるけど全然違うんです。で、被害者が必ずしも加害者の恋愛対象だったかっていうとそうじゃないんです。性暴力っていうのは愛が起こすものでないっていうのももちろんそうです。グルーミングももちろんそうなんですが、支配するための一つの手段として用いられる己の力の再確認実感するために行われるおぞましいことである。戦争でも拷問でね男性捕虜男性兵士がレイプするっていうことももちろんあります。もちろんいろんなことはありますけれども、なので必ずしもセクシュアリティが関係するわけでも性欲が関係するわけでもないんです。相手を支配したい、屈服させたい、屈辱を味わわせたい、相手の心をへし折りたい、相手の心を殺したいっていう時に用いられるのが性暴力なんです。殴る蹴るとかの暴力より性暴力の方がとっても簡単なんです。心を傷つけるのにとっても簡単なんです。結局それは社会が性犯罪について冷たいから余計に性暴力っていうものの殺傷能力を増してるんですね。殴るけそう殺人の被害者にあなたの責任だよねって言う人いないでしょ。でも性犯罪ってあなたにも隙があったんじゃないのっていう人がいる。もうこれが全てなんですよ。っていうところを考えると、だから誰もが加害者にも被害者にもなりうる。それがセクシャルハラスメントであり、性犯罪でありっていう。でグルーミングもそうです。子供をねグルーミングするっていうのがあると思うんですけど、もちろんなんでしょうね、DV とかの加害者も似たようなことを配偶者にしてパートナーにしたりっていうこともしているんですよ。本当グルーミングっていうものは一つの独立した一つの問題というよりかやっぱりいろんな事情が絡んだものでありますので、なので今回こういうふうにいろんなことが連鎖して起きたものであり、だからこそこのグルーミングを見過ごすことがいかに社会にとって社会の秩序を破壊し人権を愚弄している行いになるのかというところをね知っていただくというか、そうだな本当はね多分釈迦に説法だとは思うんですけれど、改めてねグルーミングっていうものがどれだけ恐ろしいものかっていうところを、少しでもねお届けできて、少しでも社会がこれから変わる、一助にねこの私の経験がなればいいなとは思います。もう最悪私は救われなくていいので、これから先の子どもたちがね信頼している大人に己を暴かれるだとか突然誰かわからない人に心を殺されるっていうことが起こらないように、沖縄でもずっと米兵のね、性犯罪ずっと黙認されてます。殺人も黙認されてます。ひどいです本当に。ボロボロ出てくるけど全然責められない。人種差別とかじゃなくて普通にアメリカが悪いです。罪償わずに帰国して街歩いてたりしますからね。本当にだから性犯罪は性欲云々じゃないんですよ。男所帯に
自衛隊とかでも言われるんですよ。男女隊の自衛隊だから、自衛隊でお祭りとかがあるときに注意されたんです。もうちょっと露出の少ない服で行かないと、男女隊で溜まってるやつが多いから危ないって言われたんですけれど、それは違うんですよ。結局自衛隊とか米軍とかの軍、上から下への支配が圧倒的な中で抑圧されているから、もちろん性欲自体もあるのかもしれませんが、それ以上に抑圧された屈辱から誰かを征服して発散したい、自分の力を再認識したい、誇示したいっていうところがあるっていうところだと思うので、そこの認識もね、そこが違うよと。性犯罪は性欲が起こすものだけじゃないよと、むしろそれ以外の要因の方が多いんだよっていうところも今回ねちょっと考えるというか、覚えて帰っていただけたらなと思います。本当にねまとまらない話をしてしまって申し訳ございませんでした。烏丸さんにたびたび助けていただいて、コメントの皆様にもねいろいろたくさん考えてくださって、いろいろコメントいただいてしっかり考えてくださって本当に嬉しいです。こういう社会だったら私はね、こういう社会だってこういう人たちがいるんだってことをもっと早くしてたらもうちょっと生きやすかったのかなって思う時間を過ごすことができました。本当にね、皆様ありがとうございます。たくさんコメントくださって、そういうふうに励ましてくださったり、犯罪が良くないって言ってくださるっていう、もうそれだけで救われるんですね、被害者は。私だけじゃなくて、例えばだからですよ、香川照之とかが褒めそやされたとかね、山川穂高が褒めそやされてサードレイプを受けるのと同じように、人たち、疑惑なのでね、疑惑状態なので本当はあれじゃ確定はしてないんですけれど、疑惑だとしても性犯罪は良くないだろうっていう、その性犯罪っていうこと自体を責めてくれたら、批判してくれたら助かるんです。やっぱそこは天秤になってるんですよね。やっぱ性犯罪を許さない社会を見るだけで安心できるっていうところなので、本当にね今回ね逆に私が救われる時間となりました。本当にだからこそ烏丸ラジオは安心してねいろんなニュースに触れられる場だと思いますので、これからも私もね一リスナーとしてもユニットクローワルズ最初に戻ったはいのねあれに関してもそうですね、この場を守っていくというか作り上げていく一人になれたらいいなと思っております。これ締めになってるっぽくいいけど大丈夫ですか？すいません。締めっぽくなってますけど大丈夫かな？全然大丈夫です。それで締めて大丈夫です。本当にありがとうございます。素晴らしい解説でした。ありがとうございます。いやなんかすごい重大な何かを背負っているみたいな、ちょっと自分でも怖くなってきたんだけど、アヌコさんコンカラスです。ありがとうございます。来ていただいて。いやでもね本当に素晴らしい解説でした。ありがとうございます。本当に性暴力がやっぱりそのね戦争の手段であるし、人権の侵害でありで性欲とかもう関係ないんであるって、フェミニズムのね偉大な発見でもあるんですけれども、支配の手段であるっていうことをなんかすごく分かりやすくちゃんと解説していただいたから、すごいなと思いながらすいません、ただうなずいてただけなんですけれども、これがね、これがね当事者からだけじゃなくて、普通に専門家でから学校でこういう被害が積み重なってきて今がありますって、だから皆さんも加害者にも被害者にもならないようにしっかり勉強しましょうっていうカリキュラムが、小学校も幼稚園もそうですね、保育園どこででもそうです。もうどんな子でも対象になってしまいます。性犯罪っていうのは老人でも性被害にもちろん遭います。若くないのにとかはねそれこそ問題の矮小化だったりするので、誰でも被害者にも加害者にもなりうるというところをね感じていただけたらなって思います。本当にそれちょっとずつなくしていけるはずなんです。
私死ねとかぶっ殺すぞってめっちゃ言ってますけど人の命を奪うつもりはないです、うん私の心は殺されましたけど、うん、でも差別主義者をその物理的にその肉体を殺すことはできませんが、差別主義者という概念や肩書きは殺せるはずなんです。消せるはずなんです。うんうん、撲滅できるんです。犯罪は撲滅できるし、差別も排除できるっていうふうに思っているので、っていうか思わない、そう思わないと生きていけないぐらい辛いんですけどまあ笑い事じゃないけど、笑っておこう。ね、そんな感じで、でも私みたいなのがたくさんいると思って、ちょっと背筋がねゾッとしていただけたらなと。本当に氷山の一角でしかないですし、たまたま喋るっていうか、たまたま VTuber として反戦反差別 VTuber として声を上げているっていうだけの話でして、基本的に被害者は口を閉ざしがちです。そりゃそうですね。セカンドレイプされる危険の方が高いんですもん。あなたにもどうせ隙があったんでしょうって、なんでそんな時間に歩いてたの外を、夜なんだから気をつけなきゃダメでしょみたいなことがね、あるので、だから私みたいなのがね、とりあえず先駆けにって言っても先人がたくさんいます。もちろん喋れなかった方々をバカにする意図ではないです。ただそんなもっと今よりも性犯罪が被害者にも責任があるとか、逆に被害者が誘惑するから悪いみたいな社会の中でも声を上げてきてくださったからこそ、今こうして私に寄り添ってくださる皆様にお話を聞いていただける烏丸さんという素晴らしい、ね、VTuber さんのところに集っている皆様、烏丸さんにこのような場をいただけまして、でそのリスナー様にお話を聞いていただける機会をいただいたっていうところで、本当になので本当先人の積み重ねなんですよ。たくさん涙を流して血ヘドを吐いて死んでいった方々、声をすり切らしながら被害を訴えてきて、人権のために動いてきてくださった皆様のおかげで今があります。それでもまだまだです。本当に被害者がまだ苦しむ現実がありますから、こんな社会をね変えていくにはやっぱまず隣人からですねっていうところなので、人は変えられないけど社会は変えられるっても思ってるので、だから社会を変えていけたらなって思ってるので、そういうふうにねちょっと皆様にもね何かしら届くものがあればなと。皆様が加害者にももちろんならないでしょうけれども、もし被害に遭ってしまわれた時にご自分でもご自分の大切な方でも被害に遭った時に悪くないと、被害者は悪くない、加害者が 100% 悪いというもと証拠保全をきちんと、まずは多分病院とかに行って証拠保全が一番正しいんですが、多分海外よりかは日本はあまりそういうレイプキットとかの充実が少ないので、その点の充実とかもね防犯としてね準備していくだけでももちろんいいと思うんです。使われないなら使われないが幸せでしょ。その犯罪がない、ないっていう前提ですけど、使えない被害者がいるってことじゃなくて、使わなきゃいけない被害者が生まれないっていうためにも、そういう拡充と社会による監視の目というかこういうことしちゃいけないよねっていう共通認識の中で生きていける社会っていう空気をね醸造していくねみんなでしていけたらなって思っております。すいません、本当につなくて申し訳ないんですが、お話聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。いやーなんか付け加えることが何もないですが、全てのね戦争と性暴力に反対します。だから暴力とかがない状態というのが平和ですからね。リベラルを名乗るような人はね、みんな、私も当然そうですけど、やっぱ心にそれをちゃんと留めておくべきだと思います。何も起きてないってことないはずなので、戦後もねずっと平和だったと日本はよく言いますし、私も言いますけど、実際にはね沖縄を見てれば分かるように平和だったのかこれはという、ことをねやっぱりパレスチナのことも考えながらやっぱり考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。っていうところで、本当に風花さん今日はありがとうございました。いえこちらこそ本当にありがとうございました。マーシャさんに見守られながら喋ってたんだなっていうことに気づいて、ちょっと心強くなるそうだったと思って。
そうですね。マーシャ・ P ・ジョンソンさんもね、そういうね、LGBTQ の権利に関して、性暴力の被害に関してずっと訴えられていた方ですからね。はい。まあ私もね、本当なんかやっぱりちょっと自分のあれがプレッシャーになりつつあるんですが、頑張ります。はい。はい。いや、烏丸さんはね、もう十分頑張ってるので、頑張らなくていいんですよ。ただ、だから、それこそ、いやいや、私にも言ってくださったじゃないですか。私がこうして生きて話してくれるだけで素晴らしいこと。それは烏丸さんにももちろん提供されることなので、ありがとうございます。コメント欄の皆さんにももちろんそうですよ。生きてるだけで抵抗なんです。ただ、声を上げないと聞いて、私は聞きますって言ってなんか手帳持ち歩いてた人全然聞いてなかったんで、言える人は言えばいいんです。私、当事者を表に立たせたくなくて、っていうところなのであるっていうポリシーがあるんですけど、そうだからそうだな、最近だと私の無知でね、ワークニっていう言葉をこの国はクソというつもりで使ってたら、どうやらこれ安倍晋三さんの舌足らずをあげつらった言葉であるっていうことを知らなくて使っちゃってて、それでとある方をとあるネットのユーザーさんを傷つけてしまいまして、そこでも本当に思ったんですけど、いや知らないって怖いなっていう話そうですね。本当にやっぱり自分の属性とか立場にと遠いところって知りにくかったりするし、そういうね左派を名乗るような人間であっても、私もねついやってしまうとこですけど、霊障的なミームだったり障害者の人をバカにしたりするようなニュアンスのことをついつい言ってしまうっていうことがねたくさんあるので、やっぱりそこが自己反省していかなきゃいけないし、そこがねやっぱり右翼とか極右って言われる人との最大のね、やっぱり人権をちゃんと考えてるかどうかって、だから人権派が左翼みたいに言われるのは本当におかしい状況だと思ってますけど、そこが最大の差だと思うので、まあねいろいろな意味でやっぱりねそこを重視していかなきゃいけないよなと思います。そうですね。はい。やっぱ暴力や虐待が連鎖するのと同じなので、だから差別がちょっとした差別やいじめとか偏見が大きくなって戦争虐殺につながるように、小さな善意が大きなムーブメントになって社会を変えるっていうね、ポジティブなエネルギーを持つことにもなりますので、やっぱりそういうちっちゃいことからコツコツやれることからコツコツっていうところをね、忘れずにいけたらなと、やっぱ私には私にできることしかできないので、っていうところですね、やっていけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、ぜひとも、チャンネル登録高評価としてまたねまだコンビでいろいろやっていこうと思ってますので、はい、よろしくぜひお願いいたします。本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで、以上となります。明日以降はですね、ポッドキャストで来たらちょっと難しいかもしれないけど、いろいろ更新したりとか、ただ、来週火曜日にはですね、時事雑談の方でですね、皆さんに、一緒にですね、また配信したいと思ってますので、よかったらお付き合い願います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。あと、昨日ですね、久々に、2時3時さんに対する動画出してたので、よかったらそっちの方も見て、高評価、なんか今ね、高評価と低評価率がですね6対4ぐらいなんで、頑張って高評価を上げていただければと思います。拮抗してるんですね。やっぱり、私はね個人 VTuber でまだ影響力あんまないですけど、影響力がある方々のあれはもう無邪気な無知じゃなくてあれはもうね加害ですから、ちょっと、そうですね、やっぱり全ての加害に反対です。してそうやっぱあれを一つ許すだけで全部の差別が許されてしまう。だってダブスタになるからねって思うので、やっぱ全ての差別に反対は理想論でも綺麗事でもなく事実だと思いますので、6対4をねひっくり返せるように頑張って拡散してまいりましょうね我々リスナーね。今ギリギリ皆さんのおかげで勝ってるんですよ。だから高評価が6割で、高評価46対低評価35でした今。はいなので
なのでアンチ的にもここつつかれたくないって思ってる可能性もあるので、つついていけたらなって思います。はい、頑張ってね。はい、定期的にリポストしていけたらなと思います。はい。ありがとうございます。ということでですね、また、活動を追っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では本日もお疲れ様でした。長時間ありがとうございました。風花さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさいませ。おやすみなさい。お疲れ様でした。